チャンネル高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。どうも聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。今回ちょっと大変遅い時間になってしまいまして申し訳ございませんでした。企画の性質上なんか長い動画とか多くてですね、いろいろ選定したりとか頑張っていたらちょっと時間がかかってしまい、自分も忙しかったんですけれども、ということでですね、今日は TikTok の政治系動画をファクトチェックしてみた同時視聴ということで、はい、高市早苗さんですとかその関係の人たちの、動画を、ちょっとファクトチェック等してみようと思います。おおむね高市首相の関連動画とその後ネット右翼の人たちの動画などをチェックする予定です。ヘイトスピーチ、AI 生成その他ね、暴力的発言等の含まれる動画がありますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありませんのでよろしくお願いします。あと先日ですがちょっと配信のチャットルールを設けさせていただきました。差別や排除につながる発言、過度に攻撃的な言動、煽りとは、禁止させていただきます。今回のね、TikTok のひどい動画が流れると思うんですけれども、そうした動画に関しても、差別的な発言などはご遠慮願います。はい、ということでですね、おたなふうかさん、ゴゴブリンさん、ミニラトルさん、マヤぴょんちゃん、キアミフさん、サリーさん、ドセックさん、ケイドさん、アブソリュートさん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ドセックさん、そう、
企画ですね、いろいろリクエストしてくれてありがとうございました。企画をヒントにですね、作ったんですけど、先行の朝を見てきたんですね。わあ、よかった。面白かったですか？ありがとうございました。はい。ということでですね、セイクさんにリクしていただいた、ファクトチェックとかしたら、面白いんじゃないですかということでですね、ちょっと今回やらせていただきます。性質上で多分著作権とかでバンバンやばいと思うので、もう覚悟して今回、配信というか、収益化オフにしておりますので、皆さん安心してお楽しみください。安心できないかもしんないけど。ところで相変わらずパソコンのブラウザで4つ目見ようとすると見れない。あれそうなんですかね。どうなんでしょう。ちょっとね、私の方では原因がわからないですが、今回の今回の配信に関してはですね、すいません、これもギリギリまでまとめちゃってたんですけど、TikTok の政治系動画ファクトチェックしてみたということで、また一覧にして並べておりますので、そちらのリンクの方、チェックしてみてください。あと、ヘイトやデマを視聴する動画がたくさんありますので、余裕のある方はぜひ通報してください。はい。通報お願いします。消えないと思うけど。はい。ということで。あと、ちょっと期待してしまったらちょっとごめんなさいなんですけど、今回参政党についてはあんまり取り上げません。いや、参政党の動画って基本全部、デマとかヘイトスピーチしかないんですけど、奴らの動画ね、なんかあれなんですよね。やっぱり公式がすごく多くて、私のね、見方が偏ってたのかもしれないですけど、やっぱり党の公式であるとか、党員さんであるとか、候補者さんのですね、自分の主張、移民反対みたいなのが、すっごく多くてですね、そういう動画ばっかりバズってて、特に神谷さんの演説動画が山ほど多かったんで、別にね、神谷さんの演説に突っ込む企画じゃないんで、今回高市さんの周辺の動画等を中心とさせていただきました。参政党についてはまた企画と、別の企画でやろうかなと思います。公式でヘイトを流す参政党。いや、だから参政党とか保守党はね、公式でヘイト流してますからね、ある意味もう最強なんですよね。何が最強なんだって感じですけど。なかなか面白かったです。ありがとうございます。ハサウェイは見に行こう。はい。響さん、コンカラスです。奴らが嘘の塊だからね、という。そうなんですよね。はい。ということで、早速、動画等を流していきますが、ちょっとね、強烈な内容の動画等多いので、皆さんご視聴にはくれぐれも、お気をつけください。まゆきさん、コンカラスです。さっきしみただの YouTube 見てたら、天安門事件のこと喋ったら TikTok が止められた。そうなんですか？清水正さんTikTok だからなという参政党マスターさん、ここからです。今僕らがサナエチャ応援しててどうするんじゃということで。はい。わしらか。そう、その動画も取り上げますんで、ぜひとも、見てみてください。はい。ということで、まずはオープニング動画を流します。いや、これたまたま流れてきたんだけど。はい。ちょっと、音声流れますのでご注意ください。音大きいとかあったら書き込んでください。Let's go, let's 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 go! Let's go. はい、ということでオープニングでした。この手の動画もね、山ほどあるんだけど、取り上げてたらキリないし、ファクトチェックの対象でないので、この動画のみとさせていただきます。はい。かっこいいわけないだろうからね。こういう感じの動画はね、最初だけです。これは紛れもなく、映るすべてがきつい。はい。ただ一つ不思議に思ったのは、この人ね、こういう動画ばっかり投稿してる人なんですけど、音楽のチョイスですよね。聞いたことないアーティストさんだったんで調べたんですけど、チェン・タイシャンさんというですね、台湾人アーティストの方らしいです。はい。音楽はかっこよかったですね、音楽はね。音楽はかっこよかったなと思うんですけど、なんで、正直、日本でもあまり知られていない台湾人アーティストの曲をよりによって TikTok で流しているんでしょうか。
そのチョイスどうなってんのっていう。だから、明らかに中国に対して批判的な、まあ、そういうメッセージまで込めてるとはちょっと思えないんですけれども、まあ、人がですね、台湾人アーティストの曲を勝手におそらく使って、こうした動画を作っているということでございますね。はい。レッツゴー公式動画ではもちろんございません。このキジムナーさんという人が作った動画です。はい。まあ、こういう人、こういう感じの動画ばっかり作っている人らしいみたいでございますね。はい。レッツゴーってどこ行くんということで、シンズさん、コンカラスです。どこ行くんでしょうね、本当に。いやー、でもどうなんですかね。この動画はまあ明らかにいろんな著作権とかに触れまくっているので、収益化はできないんじゃないかという気がしますけれども。はい。どうしてるんだろうね。まあこういう、だからね、AI を使ったね、高市さんを応援したいみたいな動画をたくさん作っておられるということで、まあこの手の動画は山ほど、TikTok にあるんですけれども、そうしたものはですね、紹介してたらキリがないので、はい、オープニングのみとさせていただきます。音楽大丈夫じゃないと思いますよ。私も大丈夫じゃないけど、はい、収益化できないと思うので、今回は。台湾のアーティストを利用してね、中国に敵意受けてんのかっていう気がしちゃいますよね。はい。こんなノリの動画に罵倒禁止は忍耐が試されるということで、皆さん、チャットルールの方は、お守りください。よろしくお願いします。はい。ということで、高市早苗さん本人が登場しますので、拍手しなくてもいいけど、お迎えください。流します。資料折り目がついた資料を置くと自由時間ができるが決してスマホをいじらず隣がインドネシア大統領であることを確認すると椅子を少しずらしただけかと思いきやカメラが捉えたのはなんとプラボ大統領が気づくまで接近しプラボ氏が会議前に念入りに資料を読むがすでに熟知済みの高市総理は自らの英語で会議の重要点を伝え安倍元総理時代の新幹線問題の亀裂を埋めるかのごとく歩み寄りを見せプーチンが精英語へとレッドカーはい。なんか、この動画変な動画で、後半はなぜかずっとプーチンの話をしているんですけど、プーチン好きなのかな。まあ、一時話題になったですね、APEC での、インドネシアのプラボ大統領に椅子からズズズズっと迫っていって、まあ、高市さんが何事か喋ってたという、のなんですけど、世界がビビった高市早苗の外交術と、まあ、してですね、こうした、動画が、大バズりしているわけですね。はい。相葉修さん、ここからです。これは、何々って誰かと違うのは誰かって誰だっていう、石破っていう、まあ、石破さんなんでしょうね。再生党の凱旋行ってきました。珍しく対話に応じてくれようとしたけど、在日米軍の犯罪被害についてどう思うかと聞いたらポカッとしていましたということで、ちなみに後半では、まあ、プーチンとトランプの話になっています。なぜか知らないけど。で、ただね、この動画おそらく元ネタがありまして、これだと思われます。女性自身が11月1日に、上げていた記事で、まあ、当時女性自身はかなり高市さんを推していたので、まあ、今はね、ちょっと見る影もないんですが、石破さんにはできない高市首相、APEC 会議で披露した驚きの超積極陽キャ外交にネット衝撃ということで、まあ、この通りの、タイトル通りの内容なんですけど、まあ、こういう高市さんの振る舞いをですね、セクシャルハラスメントではないかというふうに私は指摘した記憶があるんですけれども、激褒めする内容ですね。各国の首領が会場入りし、立ち話などを交わす中、早めに着席していた高市さん。高市氏の右隣に座っていたのはインドネシアのプラボ大統領で、資料を読み込むプラボ氏を、高市氏は数秒間ずっと見つめ、キャスターがついて椅子に座ったまま接近したというような話ですね。で、ただ、この女性自身の記事を読むと、まあ、さっきの動画のファクトチェックになるんですよ。まあ、さっきの動画ですよ。ちょっと皆さん思い出してほしいんですけど、こんな感じで内容を熟知して、自らの英語で、会議の重要点を伝えたって、これはっきり書いてあるじゃないですか。でも、ここには、言語でのコミュニケーションが難しかったのか、高市氏はジェスチャーで意思表示をし、一緒に手元の資料を読むなど、積極的にプラボ氏と、接していたって書いてあるんですよね。話通じてないじゃんっていうか、高市さん、
英語で喋れてないんですよ、これ多分。まあ、実際、高市さんの英語力かなり怪しいっていう話は伝え聞いてる人も多いと思うんですけど、だから実際ジェスチャーをかなり身振り手振りはですね、激しくしている様子はあるんですけれども、おそらくね、具体的に、まあ、簡単な英語での会話はあったかもしれないですけれども、具体的にこういうその重要点を指摘するみたいなことは何もしてないわけですね。何もしてないにもかかわらず、会議の重要点を伝えたとまで断言してしまっているという。いやー、だってこれ、ごめんなさい、これ間違えた。女性自身でさえここまで持ち上げてるのに、まあ、だから、言語でのコミュニケーション難しかったっていうことはちゃんと認めて書いてるわけですよね。いやいやいや、これだったらだって高市さんが英語ペラペラでね、インドネシアの外相とこうやってね、仲良くお話ししたという風に見えちゃうじゃないですか。で、これもデマですよね、一種の。はい。オバスさん、ナミさん、コンカラスです。邪魔なだけじゃないでしょうか。TikTok の政治動画、本当にひどい。いや、本当ひどかったですね。我慢していっぱい見たけど、本当にひどかった。次から次へと参政党の公式流れてくるしね。はい。石破の方が先輩マシだったのではないか。ネタがパクリしか楽して金稼ぐのも大概にしろというですね。まあ、そのネタをパクった上に、女性自身に書いてないような、まあ、デマまで流しちゃってるわけですよね。ひどいですよね、本当にね。まあそうなんですよね。正直、まあそれ自体が悪いというわけではないですけど、高市さん英語ちょっと拙いって言われてるので、多分ね、首脳会議でね、ペラペラ喋れる感じではなかったんじゃないかと思いますよね。原稿ないわけでしょ。はい。女性自身って吉田彩氏も生理用品でバッシングしてたなという。まあそうですね。なんか、普段こういうなんか右翼というか、まあ右寄りの主張でも知られているんですけど、ただまあ女性自身も最近手のひらを返してるんで、それを後で説明します。NF104 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。絆愛の方がうまいわっていう。ということで、まあただこういったね、高市さんの魅力的な外交術は最近のまあ選挙でも発揮されております。ちょっとこれきつい映像かもしれないので、高市さん苦手な方は注意してください。流します。ありがとうございます。どうぞ皆さん SNS で拡散してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まもなく終了です。ありがとうございます。頑張ってください。今年巨人優勝しますから。今年巨人優勝しようわ。頑張ってください。日本のために。頑張ってください。はい。ということで、まあそうですね。きつくない映像はないかもしれません。いやー、これは、まあ先日のね、秋葉原で行われた演説らしいんですけど、まあ今年巨人は優勝しますからって言った時にですね、まあだからこのポーズ、泣き真似をするという、いや、ひどくないですか、この首相。何を考えてるんですかね。だから、有権者に媚びへつらうのやめていただけないですかね。まあなんかトランプさんにその媚びへつらうのは、だから本人的にはまあ、うまい外交のつもりなのかもしれないですけど、我々に媚びへつらう必要はないでと思いますよ。何今のは一体何なのかという。そう、阪神ファンだから、そのことをいじられて、まあ、巨人は今年優勝しますからって言ったらさっきの反応だったわけですね。はい。巨人関係ないでしょ。まさにザ・ポピュリズムを表しているっていう。だから、まあ、アイドルウェーブですよね、これもね。だからまあ、元祖テレビアイドルである、まあ、吉村さんもこう、応援に駆けつけていたわけですけれども、その吉村さんとね、並んで、まあ、日本を良くするために頑張ってくださいみたいな、こんな感じで。だから、本当なんか芸能人の演説ですよね。芸能人がなんか街に来たみたいなノリですよね、全体的に。はい。名古屋バスカリツコンカラスです。外交力なら高いしな岩屋氏ということで。いや、だから岩屋さんの方が本当良かったよね。石破時代の方があらゆるメンツが良かった気がするんですけど、高市はアイドルではありません。星右派の人たちはこれで釣れちゃうんですかね。いやー。そんなんでええんか、君たちはって思いますけどね。まあ、外交問題じゃないですからね。
いやでも本当ね、サナ活とか推し活みたいに言ったことの人たちの罪は重いと思いますよ。日経新聞はなんか最近手のひら返してますけど、で、これもですね、しかも、これ、まあ、あんまりバズってなくて、すいません、他に TikTok でバズってる同じ動画があったんですけれども、それをちょっと紛失してしまったので代理だったんですが、この、動画のですね、無断転載なんですよ。秋葉原の演説を見に来た高市さん押せるわということで、ツイッターにですね、投稿されて45万回表示されている、まあ、これはおそらくまあ、普通の高市ファンの人だと思われるんですけども、この人の投稿した動画が、まあ、さっきの動画なんですよね。だからそれを TikTok にこう勝手に無断転載して、まあ、一部のね、何個か転載されている動画があったんですけれども、バズっているというですね。だからもう人の権利とか何の考えてないよね。はい。で、まあこれに対して若者の政治関心度は低い。それゆえ多くの若者は政治経済についての知識がない。それでも高市総理がここまで若者に支持される理由はこの動画でわかるのだということで、まあ若い人たちがなんか支持してるんだというふうに決めつけてるんですけど、そんなことなくないですか？別に、いろんなね、属性のと思われる人たちがたくさん映ってますよね。それもなんか決めつけの気がするんですけど。まあだからこの TikTok にまあ Twitter とか YouTube からねこう勝手に無断転載されて元ネタがわからないまま流通するっていうルートがもうできてしまってるわけですね。はい。政治家はタレントと違い日本に住む全ての人の生活を左右できる存在ですということで、いやほんとその意味を考えてほしいですよね。はい。でも共産党さんも推し活って書いちゃってるのか。それはね、書かないでほしかったっすね。うん。君は完璧で究極のファシスト。マスコミが報道しない真実があると覚え込んでるから。まあそうなんでしょうね。やっぱり TikTok とか Twitter でしか得られない情報が何か、まああるけどこういう情報じゃないよね。これはマスコミも流そうと思えば流せるでしょう。高市さんって巨人優勝しますと言われてピエンみたいなイメージじゃないと思うのでイメージ戦略としては謎です。いやーでも本人的にはやっぱアイドルのつもりでやってんじゃないですか。はい。選挙期間平日ばかりなのに若者はおかしいっていう。はい。だからね、だから本当こんなアイドル気取りで大丈夫なのかという感じなんですけど、まあそういったムーブに合わせてですね、まあ実際今回なぜわざわざこんな冬のね、学生にとって特に迷惑な時期に解散したのかという動画が出ますので、ちょっと見てください。生演説で解散理由語り称賛の嵐。衆院選公示日の街頭演説で高市総理が明確な解散理由を語り話題だ。27日高市総理は実は解散前に官房長官と頭を抱えました。連立政権をもってしても過半数まで議席が足りず、また現在の衆議院では重要な委員会の委員長を全て野党が持っています。この状況では政策を前に進める法案も審議にすらかけてもらえません。と石破前政権が残した現状を伝え、さらに私が掲げている責任ある積極財政を含め内閣でどんな政策を打ち出しても委員長をよその党が持っていれば実現できない。しかし私は30年以上派を食いしばってやっと内閣総理大臣になることができたと変わりつつある現状を語ると続けて、ここからが本丸です。長い国会が始まる前に総選挙で国民の皆様の信任をいただきたい。挑戦しない国に未来はありません。どうか国民の皆様の力を貸してください。と締めくくると演説会場は拍手に包まれた。この件にネット上では石破政権への評価を上書きするため解散するんだな。高市総理を支持します。との声が相次いでいた。そういうことだ。はい。まあ、この動画はデマ動画ではありません。よくあるネット右翼的な、まあ、内容の動画ではありますけれども、実際に喋った内容です。自分が予算委員長とかが野党が握ってんのが嫌で、うまく国政がいかないから解散させてくれというようなことを先日話しました。いやしかしこれ、まあ、石破さんの整理してるのはひどいし、そもそもあなたたちが裏金議員がたくさん安倍派のっていうね、派閥の人たちにいるから、こんなにね、自民党の議席数が減ったんだろうっていう話ではあるし、まあ、そもそも議会制民主主義を否定してますよね。ということで、女性自身さんがね、批判的に取り上げてるんですけど、最も反対しそうな人が委員長であると、国旗損壊罪制定に意欲も第一声で訴えた切実9条ということで、まあ、女性自身なんでね、高市さんを擁護するのかなと思ったんですけど、あまり擁護的な
論調ではないですね。高市氏が語ったように衆議院の予算委員会、憲法委員会、法務委員会では委員長ポストに立憲民主党現中道の議員がついていました。高市氏が演説で語ったことは野党のせいで法案が通らないという主張にも移りますが、委員長ポストを意図的に与党議員で固めることは民主主義的と言えるか疑問です。国旗損壊罪についても自民党岩屋外相が国民を過度に規制することにつながると懸念を示すなど党内から反対意見が出ていますと。高市氏の委員長ポストをめぐる野党批判は X で注目を集め、日本共産党田村智子委員長は国会を牛耳るための解散と自ら演説したと反応。日本保守党政調会長の島田洋一氏も高市首相のこの発言は全くの虚偽であり、私は法務委員会にいたのでわかるが、政府提出法案を委員長の裁量で審議にかけないなどありえませんと。日本保守党と共産党の田村委員長の見解が一致してるんですよ。これはもう議会制民主主義を首相自ら否定したと言っても過言じゃないですよね。何が予算委員会だよっていう。枝野さんとかがいるのが嫌で仕方がないから衆院解散ってもうそんな暴挙が許されるわけないじゃないですか。って思うんですけど、まあでも国会の仕組みとかをよく知らない人にはこういう動画が訴求してしまうのかなと思います。はい。ことにですね。偶像崇拝禁止を言った人は偉い。独裁したいだけじゃないのか。解散数足りてないの石破のせいじゃなくて裏金議員のせいですよね。知らんがなって。こういう動画のせいでボイスボックスのイメージが落ちる。確かにボイスボックスを使った動画でしたね。そう、法務委員長は修道の西村さんなんですよね。だからって解散は一足飛びすぎるだろ。裏金との関係を説明しろ。国旗損壊罪ってそんな大事なことかと。ですね。中道には絶対自民党連立してほしくないですね。死んでもそれだけはやめてほしいです。タイムさん、コンカラスです。ですね。だから国旗をわざと損壊するのは確かに過激だと言われるかもしれないですけど、そういう問題じゃねえだろっていう話ですよね。で、高市自民党総裁曰く、刑法改正案を法務委員会にかけなきゃいけない。法務委員会の一委員長は西村さんです。法案を書き換えて別の委員会にかけるしかないじゃないかと官房長が頭を抱えたと、さっきの演説で言ってたんですけど、刑法改正案を書き換えて法務委員会の委員会にかけることはやってはいけません。官房長官は法案の委員会付託に口を出す権限も立場ではありません。議員委員会で決めることですと。息を吐くように嘘をついてるのか、それとも国会と行政府の基本的役割を知らないのかという。これ以上付け加えることもないですね。だからやっと自民党の独裁を許さない体制になったわけじゃないですか。安倍首相の時はね、自民党の議席数が多すぎて、委員長ポストも全部自民党の人間がやってたから、忖度と言われるような行為もあったし、安倍さんの大体思い通りにできたわけですよね。でも、裏金議員が落ちて、議席数が減ったおかげで、維新とのね、協力などが必要になったわけで、ある程度ブレーキがかかるよ。維新がいくらアクセルって言ったところでね、見解が一致しないことについては、すぐに通らないっていう状況になったわけですよね。それなのにこういうことを言ってしまうっていうのはね、もうひどいなと思います。その首相自らがデマゴーグだというのが終わってるなという感じですよね。そう、エコちゃんの外だと本当マジでこういう動画ばっかり流れてくるの嫌になりましたね。はい。語学と国会が対立してどうしようもないというわけではない。国旗損壊罪解散っていうことなのか、国旗損壊罪の審議を始めたら抗議のために燃やす。それはありだと思いますよ。高市って法務委員会見たことあるんでしょうか。安倍さんと同じ嘘つきなのは安倍さんと一緒なんですけど、だけど彼女の場合その支持者もみんな嘘を信じちゃってるし、なんて言うんすかね。誰も批判する人が周囲にもいないし、みたいなのがちょっと違うところかな。はい。もっと独裁したいと言われても嫌ですとしか言いようがありません。いや、本当ね、国旗損壊罪とスパイ防止法を合わせたらやばいですよ。ね。国旗掲揚しなかったらスパイみたいなこと、めちゃくちゃなこと言い出すやつもきっといるでしょうからね。はい。そもそも裏金議員の首を切れば公明党離れなかったよね。いや、全くその通りなんだよな。はい。ということで、で、次の動画なんですが、ちょっと前半はね、普通の高市さんのこういう動画なんだけど、ちょっと後半ですね、完全なヘイトスピーチが炸裂する、ちょっと衝撃的な動画なので、閲覧にご注意ください。2分ほど流します。質
した日本を今一度選択し申し候。高市早苗、これをいただきます。日本を今一度選択します。長いことをかけて溜まったシミや汚れ、すっきりさせます。公平で公正な日本を実現して、若い方に、ああよかったと思ってもらえるようにします。私は日本人として、これからの日本の日の本の国の行く末が心配でたまらんのです。10年後、もしも今何もせんかったら、日本がもっと悪い状況になっとるん違うか。今生まれた赤ちゃんも18歳の人も22世紀まで生きられるかもしれん方々です。その方々どうなるんや。そんなこと考えたらもう夜も寝られんぐらい心配しております。私、高市早苗、日本をもう一度高い位置へと押し上げる、強い経済、安全な社会を次世代に送ると決意をいたしております。今、日本はとんでもない大転換期の中にいます。国会議員の9割が自分の利益や特権のために働いている日本への帰化人であることを知っていますか？そのせいで私たちの生活は見えないところであらゆるものに支配、搾取されてきました。しかし、それが今変わろうとしています。これからは日本のために本当に働いてくれる政治家を選ぶための目を我々が養っていく必要があります。この変化に乗り遅れず、自分や大切な人の生活を守っていくために絶対に抑えておくべきことはこちら。はい。こちらをクリックしてもこの動画がお気に入りに追加されるだけです。信じられないっすね。で、前半でだから高市さんの演説をそのまんま流して、それで釣っておいて、こういう、極めて悪質なヘイトデマを流すっていう、もう最悪の手法を使ってますよね。いや、なんかこういう動画が山ほどあるのかと思うと本当嫌になりますね。TikTok を丸ごとね、規制すべきじゃないかと思います。はい。で、この動画の主張なんですけど、当然ですがデマです。デマだし、極めて悪質な、ファクトチェックセンターとかでも何回もですね、デマ認定されてるデマなんですよね。そもそも、アメリカでは帰化して3台置かないと政治家になれないという、これもデマなんですけど、このデマが、関連のデマとして、流通しているんですけれども、こういう画像があって、国会議員はみんな帰化した人であると、帰化人っていう言い方がそもそも差別的なんだけど、人であり、9割がね、そういう人であるというような、ことを言われているんですけれども、言説に帰化した国会議員という見出しの画像がついており、国会議員の名前がずらずら並んでいます。2011年に発行された国民新聞の紙面の一部であり、この国民新聞っていうね、著作物自体は本当に存在するらしいんですけれども、日本会議埼玉支部の、相談役が入手した帰化人国会議員会議によると、民主党所属議員が、最多であったなどとあり、小沢一郎さん、菅直人さん、公道板子さんなど、当時の国会議員はみんなですね、海外ルーツの人であるというようなことが書いてあるんですね。そんなの嘘に決まってるだろっていう。日本でですね、そういった海外ルーツで帰化して国会議員までなった方って、この今立憲民主党にいらっしゃる白新君さんと、元国会議員の鶴年マルテイさんっていう人しかいないんですよ。だから、極めて、珍しいのに、なんていうかですね、そもそもそれを違うというかですね、9割もいるっていうようなことを言ってるということで、以前ですね、最近もうデマゴーグと、本人もデマゴーグ化している河野太郎さんなんですけれども、2013年に、謝罪と削除が速やかにこれを行われない場合は法的措置検討しますと、私はね、在日コリアンだっていうふうに河野さんも言われたんですけれども、違うということで、法的措置を検討されて、その当時書いてた人たちはですね、ブログとかを全部削除しているんですね。だからもう本当こういうのがなんかね、2012年とかから2011年とかですね、拡散されて2013年頃にも拡散され、河野太郎さんの目にも入り、否定されたに、ここまで強く否定されたにもかかわらず、また再燃してるわけですよね。はい。っていうことでですね、オブラディさんコンカラスです。ツッキーさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。奈良の女が高知の英雄を真似ているんですかっていう。いや、そこもさらにおかしいですよね。長いことって80年だし。
そう、選択とか浄化ってね、まあこういう排除とかをね、正当化する言葉ではあるので、本当危険だと思うんですけどね、あんまりいい言葉じゃないと思うんだけど、なんでみんなね、日本選択肢候って言いたがるんですかね。はい。ですね、やばすぎ、もう無理って、とんでもない転換期がお前のせいで訪れるのかと。選挙の情勢操作で自民党勝ちそうで怖いです。いや、こんなこと言ってる人たちが勝ってほしくないですよね、マジで。勘弁してくれよっていう。高市さんも自分のことばっかりじゃんって。右翼の人って見えないところに存在しない敵を見出すの好きですよね。まあ基本的に極右の手法って全部それですからね。勝手になんか左翼だとかね、共産主義者だとかね、外国勢力みたいなレッテルを貼って叩くっていうことですよね。はい。そう、デマだろうがなんだろうがね、左翼叩ければそれでいいんでしょうね。だからこれもね、完全なデマなんだけど、未だにこれが多分流通してるんでしょうね、一部の界隈では。はい。なんでこんなバカみたいな嘘を信じられるのかと。なんで日本生まれ、日本育ちの日本国籍を持っておってもスパイであるやつなんて、いや、そういう人の方が多いでしょうけどね。当たり前だけど、岸信介とかね。鶴年マルテ氏はうちの選挙区だったなと。高市さんの演説の後に国会議員の9割が帰化した後だと言ったら、高市さんがそうだと言ってるように見えなくもないですね。プライのあなたの談話によってって、それ太郎じゃなくて一郎の方ではあ、これそうですね。あなたの談話によって戦犯扱いされた我々日本人の名誉毀損にで2013年になんか絡まれてるんですけど、河野一郎さんの間違いじゃないかと思います。お父さんですよね。はい。ですね。そうですね。だからもう知性の問題じゃないですよね。よく私も言ってますけれども、だからこういう邪悪な差別思想を邪悪な差別主義をですね、信じてしまうこと自体が問題なわけですよね。はい。そう、共産主義者を罵倒として使う人もね、共産主義のこと理解してないと思うんですけど、まあ最近再燃したことに関してもですね、日本ファクトチェックセンターさん書いてくれてて、田中真紀子氏が、国会議員713人中日本人が23人しかいないと発言したと、いうことでですね、これも TikTok で去年の2月にですね、バズっていたそうです。元外務大臣の田中真紀子氏が、国会議員の713人中日本人は23人だけと発言したという投稿が拡散した。まあこれがおそらく9割がですね、外国人っていう話の元ネタになってんじゃないかと思うんですけど、これは誤りですと。投稿には田中氏が発言したかのように動画に文字が加えられていますが、そのような発言が完全な捏造であると。で、あたかもニュースで田中さんが喋ったかのように言ってるんですけど、田中真紀子さんがそんなこと言うわけねえだろっていう話なんですが、だからね、田中角栄さんのね、娘でもある田中真紀子さんがこう言ったということで、権威づけが行われてですね、これは真実であると、いうことで、2025年の2月にTikTok の動画が拡散したことで再びですね、さっきの、ヘイトデマが知られるようになったみたいです。はい。こういうデマってやっぱりちゃんとね、法規制しないといくらでも再燃するんだなっていうのってわかると思いますし、だからね、やっぱり政権交代して差別禁止法を作らない限りこういうことが繰り返されるんじゃないかと思いますね。はい。参政党さんがね、だからお前何人だ中国人かみたいなこと言ってくるけど、まああれも直球のヘイトスピーチですけど、もう本当にね、彼らにとってはなんか自分を批判してくる人たちはみんな外国勢力みたいな感じなんでしょうね。それが差別だっつってんだろって本当になんで理解できないんですかっていう。まあ理解できないっていうか、まあ彼らの場合はね、だから知性の問題じゃなくてこの差別主義の問題ですよね。頭からも外国の人は敵だと決めつけているからそういう考えになるわけですよね。いや、この純日本人って漢語ひどいよね。はい。田中真紀子さんはまともに言えますというね。だから田中さんはさすがにそんなこと言わないですからね。当たり前でしょって。いや、ほんとね、海外ルーツの国会議員さんってもっともっといるべきだと思うんですよね。だから、それがいないから、まあ、こういうことになってるという話でもありますね。はい。ということですいません。もうすでに相当うっざりしてきてると思いますが、デマといえばですね、なんかものすごいデマを流してる動画があったので、ちょっとお見せしたいと思います。長いので途中で切ります。出してしまいました。彼らは日本を包囲しているつもりだったのでしょうが、現実は逆です。
中国の誇る大船団は今、太平洋の真ん中で完全な袋小路に追い込まれています。今朝未明、防衛省の市ヶ谷司令室に激震が走りました。日本の排他的経済水域である南鳥島沖で、中国籍の海洋調査船と称する複数の船舶が、あろうことか日本の海底資源探査船地球のケーブルを切断しようとする極めて危険な進路妨害を行ったのです。これまでなら遺憾の意で終わっていたでしょう。しかし今の日本は違います。小泉進次郎防衛大臣は即座に海上自衛隊に対し、実質的な武器使用をも辞さない構えである海上警備行動の発令を視野に入れた展開を指示しました。警告の時間は終わった。これは漁業問題ではない。国家主権への侵害だ。この小泉大臣の異例ともいえる強硬姿勢に、永田町だけでなく、北京の中南海も顔面蒼白になっています。ですが、視聴者の皆さん。はい。っていうような内容で、まあちょっと高市さんと直接関係はないんですけど、台湾有事の、後に作られた動画ですね。まあこういう中国への強硬姿勢を小泉さんは見せているんだ、正しいだろうみたいな、ことを訴える動画なんですけど、塩川さんここからです。来ていただいてありがとうございます。いえいえ、私も遅くだったので遅くなってすいませんでした。これ動画ほぼ 100% デマです。はい。おそらく元ネタと思われる記事はございます。28日に日本の最重要資源南鳥島レアアースに迫り来る危機ということで、まあこれ後からね、おそらく作られた記事なんですけども、今月のね、1月9日に地球が出港して、レアアースを含むドローをですね、取ろうとしたのは事実です。そして現場海域で中国の調査船1隻と警戒海警船、2、3隻が接近する典型的なグレン像妨害が確認されたと。これは事実なんですよ。これは事実なんですけれども、まあ中国が他国の資源開発を阻止する時の上等パターンなんだということも、これも事実なんですけど、これは事実なんだけど、この事実からですね、小泉さんがこういう警告を発したという事実はないし、中国が海底ケーブルを切断しようとしたっていうのも、無根拠な誹謗中傷なんですよね。なんかめちゃくちゃ正しいかのようにこうなんかとうとうと言ってるじゃないですか。でも全部デマなんですよこれ。すごいっすよね。一つも正しいところがない。だから、まあ、実際にその地球が出港して、中国の調査船が現れたというのは事実です。はい。まあ、中国は毎回そういうような行動をするので、ただそれをね、ここに来てる、こういう風に、だから、地球の妨害するために、だから海底ケーブルを切断しようとしたとか、それに対して小泉さんが怒りの炎を燃やしたみたいなのって、明らかに嘘だし言い過ぎですよね。すごいな、何の根拠もないんだっていうのがちょっと調べてびっくりしたんですけれども、はい、何の根拠もありません。デマ動画です。はい。ということでですね、なんかね、こう中国みたいな大きな敵に対して対抗してるのだみたいなストーリーがやっぱり好きなんでしょうね。まあそれはまあ右翼的な人に共通するところかもしれないけれども、でも嘘を言っちゃダメですよね、嘘を。本当に。こんな動画信じちゃダメでしょって。だってこれ3.4K だから、34K だから、34,000回いいねされてるんですよ。だから数百万回おそらく再生されてるんですよ。高評価が34ですから、34、34,000か。ごめんなさい。34,000回ですからね。だからこんなの信じてる人がたくさんいるのが、まあ、TikTok の闇の空間ということですよね。いやー、なんかね、まあそうですね、ボイスボックスさんは訴えた方がいいと思いますよ、こういう動画。めちゃくちゃですよね。そもそも地球から伸びてるケーブルって何のことだよ。ここまで妄想ボリボリできると気持ちいいだろうな。パラレルワールドかっていう。コメント欄にこれはデマと書き込んでいくだけでもいいんじゃないでしょうか。そうですね。通報だけじゃなくてそういう活動もいいかと思います。で、実際小泉さんが1月に何言ってたかっていうと、まあ沖縄の人に謝ったりしていました。心ない声以上に応援の声が聞こえてくるように力を尽くす沖縄県内での人殺しの演習に対しということで、まあ私みたいなですね、人たちとか、うちなんちゅうの人たちがですね、自衛隊員の、活動に対してですね、まあ小泉の態度があまりに沖縄に対する態度があまりにひどいので、かなり強い批判をしたんですね。まあそれに対して、心ない声
声呼ばわりした上に、自衛隊の応援の声が来るように聞こえてくるように力を尽くしたいと思いますと、なんか半泣きで会見をしたんですけど、なんかさっきの映像のイメージと随分違いますね。そんなこと言ってる、いざわしいこと言ってないじゃんという、話ですね。はい。で、この異論速報というアカウントなんですけど、他にもほんとすごい動画いっぱい作ってて、これは習近平顔面蒼白、制裁が特大自爆、損失150兆円、中国助けてという動画に関しては、これ、ひどいので流しませんが、もう完全にもう頭からお尻まで全部陰謀説でした。はい。どういう内容かっていうと、中国が今、日本に対して事実上の経済制裁を仕掛けているじゃないですか。でもこれは、ドナルド・トランプさんが、高市さんを助けるための前振りであって、高市さんがトランプさんがですね、中国に圧力をかけて、150兆円ぐらい中国が結局損失することになるのだ、みたいな。そんな話あるわけねえだろ、みたいな内容でした。はい。ここまで口頭受けだとほとんど嘘だってわかるんじゃないかと思うんですけど、やっぱり事実を事実かのようにとうとうと並べられると説得されてしまう人が結構いるのかなと思います。はい。やっぱつれいさんこんばんは。東北文庫やずんだもんの公式は政治動画に使わないでと注意喚起してますが、なかなかなくならないですね。いや、本当にね、ボイスボックスさんは本当訴えた方がいいと思いますよ。数百万単位でお金取れるでしょ、これは。とりあえずテイク飛行やめろやっていう。いや、本当にね、だから心ない声じゃなくて心ある声の間違いでしょっていう話なんですけど、なんか内向きになんか私たちに対してこういうことを言うぐらいしかできてないわけですよね、小泉さんって。はい。想像を膨らませるのはいいですが、このタイプの動画の想像を膨らませると信じきった人物による暴力的な行動を引き起こす可能性があります。そうですね。だから結局暴力とか戦争をね、煽ってますからね。非常に良くないですよね。そういう意味でも。当然ですけれども。だからトランプはね、中国はパートナーやぞって言ってるでしょ。そういう問題、そういうこと言ってるじゃないですかっていう。っていうことでですね、すいません、気分悪くなった方とかは全然、多重退出していただいて結構なので、まだまだ続くので、はい。中国が悪っていう、そう、結論が先にあるんですよね。だから内容はどうでもよくて、高市さんを持ち上げられるネタだったら何でもいいっていうことなんでしょうね。はい。そして、ただですね、実際高市さんを応援する草の根の声もあります。ということで、この動画を見ていただきたいと思います。演説見たか？わしは胸が熱くなったわ。本気でこの国を変えたい。でも今の議席ではそれができん。だから力を貸してくれって言ってたな。初めて涙を流しながら必死にわしらに訴えかけとったんや。戦いの火蓋も切って落とされたんじゃ。どうせ何も変わらんだの。誰に投票しても同じだの。まだそんなこと言うとるんか。明確は3回明るい未来の扉も開きかけとるんじゃ。あとはわしらが手伸ばすかどうかだけや。私維新の吉村さんがね、早苗ちゃんを孤立させない、日本を孤立させないってそう言ったんだよ。私ね、それ聞いて胸が熱くなったんだわ。やっと自民にもね、信頼できるパートナー見つかったんだなって。苦労してやっと掴んだ総理違う立場や。しかしな、まだまだ邪魔者がおるんや。早苗ちゃんが歩きたい道、わしらの力で切り開いてやなあかん。日本をもっと強くて豊かな国にするためにや。今わしらな、この国を変えられるかもしれん。分かれ道に立っとるやぞ。道間違えんようにするには選挙に行かなあかんのや。自分らの未来くらい自分らで掴みに行かな誰がしてくれるんや。早苗ちゃんを信じて動こうや。そうやろみんな。早苗さん頑張ろう。早苗ちゃん。はい。ということで、いろんなところでバズっている動画ですけれども、はい、見た方はすぐ気づいたと思いますが、AI 動画ですね。はい。生成 AI による動画です。YouTube に元動画があり、将来採覧に AI であると記載されていますということで、実際こんなの作らんでくださいよって感じなんだけど、AI 系動画作成者の BQAI チャンネルさんがお作りになった動画だそうです。高市早苗さんの街頭演説に魂を揺さぶられたおばあちゃんたちということで、AI やで BGM のミュージックビデオは近日公開予定ということで、改編または合成されたコンテンツ、音声または映像は著しく編集されたもの、またはデジタル AI により生成されたものですということで、YouTube には、本人もそう書いてるし、自分はね、BQAI
AI 動画師であるということで言ってますし、まあ、当然 AI なんですけれども、Twitter や、TikTok ではですね、AI であることを隠して本物の動画であるかのように流通しているということですね。はい。ほんとひどい。もう AI 丸出しなんだから、ねえ、もう信じないでくださいよ、こんなものっていう話なんですけど、まあ、でも分かる人にはすぐ分かるだろうけど、でも分かんない人にはきっと分かんないでしょうね。はい。飽き飽きしすぎだし、まあ、ポーズとかね、聴衆の動きとかも極めて不自然ですよね。まあ、後ろの人だかりがやっぱりね、違和感ありすぎだし、映画のモブかよっていう感じなので、ただ本当これ、高齢者の方とか女性に対する差別や偏見を助長してますからね、そういう意味でもひどい動画だと思いますね。はい。BQAI チャンネルさんは反省してください。というか動画を消してください。とりあえず。大問題になってるから。なんか不気味の谷感はありますよね。はい。某フードデリバリーの書類のチェックの仕事してますが、AI を使った偽造書類が増えてきた。なんかいろんな方が困ってるらしいですよね。税金の申請とかもね、AI 使っためちゃくちゃな動画が、めちゃくちゃな書類がたくさん出てるっていうことで、そういう大切なものに AI を使うなっていう話なんですけどね。いやでもこれ以上発展したら本当見分けつかなくなりますよね。これよくできてますからね。わからなくなると怖いですよね。このフェイク選挙を規制するのに何年かかるんだ。AI だって分かる人は分かるかもしれませんが、うちの母は AI 動画が本物だと信じきってしまったことがあるので、信じない人はいないと油断はできないです。そうですね。正直私も画像化は何回か引っかかったことありますからね。パレスチナ関連でも偽 AI とか流す人いるので、いや、B 級ですらないですよね。命令一つで何の知識もない人でもナンバープレートで色変えることのぐらいのことを簡単にできるのがやばいです。背景が動いてないから一発で AI だと分かりますが、クリエイター的なことしてる人はすぐ気づけると思います。そうですね。まあ非常によくよく見れば確かに非常に不自然な動画ですよね。背景の人たちが微動だにしなかったりとか、まあおばあちゃんの動きもね、やっぱり不自然ですし、なんかどことなくぎこちないし、まあ全体的に見ていれば確かに変だと分かるんですけれども、ただね、やっぱり気づかない人は気づかないですよね。はい。Twitter で拡散している人も AI 動画であることを100も承知でいらっしゃるのが怖いです。フェイクであることを指摘してもそれでも勇気づけられますよね、などと言っているという。そうですね。そういう反応も典型的にありました。コメント欄、TikTok のコメント欄とかでも AI と思うがおばあちゃんたちかっこよすぎる。俺らもさなえちゃんの援護射撃しましょうとかね。正論だ、AI でも素晴らしいみたいなコメントがたくさんついてるんですよね。だからもう多分もう気持ちよくなれれば何でもいいんだろうなっていうのがまあよく指摘されていますけどね、よくよく現れてますよね。だから AI ですよって指摘しても多分この人たちは分かんないというか、それのすいません、それの何が問題なんですかっていう風になっちゃうんですよね。はい。そう、ネットで使ったら騙される自信がある。うちもかぼちゃマスクでもかぶって踊りながら極右の悪事を詠唱するかっていうね。今回取り上げませんけど、意外とね、AI とか使って、まあ、TikTok で高市さん批判をしてる人はいました。はい。まあ、AI を使用するのはどの道どうかと思うんですけど、はい。そうですね。だから脳汁というか、だからドーパミンが出て気持ちよくなっちゃってるんでしょうね。それは本当ダメですよね。はい。そう。わざと画質を落としてそれっぽく見せてんのもこすえ。そう。物の見方が悪い。そうですね。物の見方が偏ってるから結局こうなるわけですよね。はい。そう。真実ではなく気持ちよくなれるナラティブを求めてるってことですよね。こうして水資源をガンガン無駄にして気づいた時にビッグテックに責任を取らせようとしても、絶対彼ら責任取らないですからね。先に法律を作って金を払わせるしかないと思いますよ。はい。ということで、まあただこういう人たちに対してまあ一応ね本当に高市さんを支持してるまあ方も年配の方もいらっしゃるので、まあちょっといろいろな意味で辛い映像なので途中で切りますがちょっと流していきたいと思います。80歳近いばあちゃんです。右向いて左向いたらもう忘れてしまうんでまとめてきました。この頃凱旋のあるところで至るところで大きな声を張り上げスピーカーで大音響を出して騒いでいる人たちがいますね。そういえば先日も国会で
高市総理の所信表明の演説の時にヤジを飛ばしていた議員がいましたね。情けないの一言です。私はね、親からお黙り、人が話してる時は最後まで聞きなさい。その人が何を言ってるか自分の目で見て、耳で聞いて、頭で考えなさい。そして1を聞いて10を知りなさい。頭は飾りじゃないと教えられました。また自分がされて嫌なことは相手も嫌なことだから絶対するな。そして嘘はつくな。嘘は泥棒の始まり。嘘はバレるためにある。嘘をつくとその嘘の上塗りをしないといけない。大変なことが待っている。本当のことはどこまで言っても本当だ。だと親から教えられましたよ。はい。まあこんな感じで延々続くんですけど、いやー、まあ言いたいことはわからなくもないですけど、それ全部高市さんに刺さってますよね。まあ嘘ついちゃダメだとか、人を悪く言っちゃいけませんとか、罵倒しちゃいけませんとかって全部高市さんとその支持者とか参政党の人たちにぐさぐさと刺さってるんですけど、大丈夫なんですかね。はい。まあ、ただ、これだけだったら、まあ、ちょっとね、通俗的な道徳規範を内面化してしまった、まあ、人っていう風にしか見えないんですけど、まあ、ちょっとこの動画の真の悪質なところは、ちょっと後でこれから説明します。はい。そう、神谷宗平ですからね、怒鳴ってるのはね。しかも、有権者相手に怒鳴ってますからね。だから、ヤジを飛ばして抗議する権利は誰にでもあるんですよ。はい。だから、どこの国の議会にもそう、ヤジはあるし、そう、嘘ついてるのは高市さんだし、自民と維新が嘘ついてるの。自民維新参政党がね、嘘つきですからね。はい。ね、嘘に気づかないのも良くないですよ。はい。ね、安倍もやじってましたね。日教組って言ってましたので。それは高市に言ってください。高市さんが一応嘘つきなんですが。このセリフね、そのままだから極右の人たちに対しても刺さってるんですよね。だからそのことにやっぱ気づいていただきたいよなと思いますよね。おばあちゃんは正しい、高市を反省しろと。自分がされて嫌なことはやるのは実は詭弁なんですよね。上げ足取られるだけですね。まあそうですね、政治批判とかではこれは言ってはいけないことだと思いますよね。正当な批判はね、まあそれはね、言われた方はいい気分はしないですよ、私だって。それはわかりますけれども、公益性のある批判っていうのは止められないですからね、誰にでも。はい。それは間違っているので、で、ちょっとここからね、ちょっと衝撃的な展開になるんですが、これってでも、単に高市支持者の女性が、まあ、たまたまこういう撮られて、TikTok に流れたものだと思われるじゃないですか。でも字幕とかすごいよくできてるでしょ。で、よーく見ると、中の人のアンテナみたいなことがですね、すげえこれ小さい文字で見えないんですけど、上の方に書いてあるんですよ。で、中の人のアンテナってこれ何って思って、検索かけたんですけど、おそらくこの、なんていうか、フレーム自体を作ったのはまた別の TikToker の人で分かんなかったです。誰なのか分かんなかったんですが、これは多分2回3回ぐらい転載されてるんですよね。で、元はこれなんですよ。中の人のアンテナ、移民政策反対デモ福岡ボルツリーということで、去年の10月26日に博多駅前にて開催された移民政策反対全国大規模デモ16都市で行われたうちの福岡博多駅前を私が取材しました。ということでですね、まあ、移民政策反対デモ福岡に現れた女性だったということなんですね。極右の人じゃん。だから極右陰謀論者の人たちが集まってるデモの映像をあたかもごく一般的なね、まああえて言いますと普通の日本人的な人が、まあ、高市さんを支持してるんだよという映像に切り取ってフレーミングしてるんですよね。もうこれ極めて悪質ですよね。だって元の動画7600回しか再生されてないんですよ。なぜかなと思って、まあこの細川さんっていう人のチャンネルを見てみたんですけれども、まあこのような感じでして、まあ移民政策反対デモ、コロナはインフルエンザワクチンの160倍死にます。コロナ禍の政府厚労省の発信について、などなど、日本人は愚かすぎてガラガラポンしかありません。厚労省とマスコミ、御用学者、移民政策反対、ワクチン禍で見えたマスゴミの正体、移民政策反対、友国連合福岡、原口和弘登場っていうまあでもこの人のチャンネルはどう見てもこういう方だからまあわかるじゃないですか、見れば。だから細川さんのチャンネルは見ればそういう方のチャンネルだってわかるから、
気づかないんだけど、こうやって切り取られると、まあ、ごく一般的なね、一般市民の、ですね、セリフであるかのように、まあ、流通してしまうということですね。まあ、ただ、言ってるやつはね、これ、参政党の支持者の人なんで、神谷宗平さんの動画とかも作ってる人なんですけど、極右であることには違いがないんですが、まあ、だから TikTok ってほんとね、無断転載もしまくりだし、なんかこうやって人の動画とか、多分細川さん本人こうやってバズってること知らないと思うんですよね。だから人の動画勝手に切り取ってこうやって流通してお金稼ぎしても誰も何も言わないしみたいな、状態なんで、そりゃね、デマとかね、誹謗中傷がはびこるのは当然じゃないかなと思います。はい。ということでですね。そう、正論を言っても本当意味ないんですよね。陰謀論者ですからね。福岡の恥。10月26日、あの時、そう、全国で大規模なね、移民反対デモっていう、まあ、ヘイトデモが行われた時なんですよ。私も札幌で、写真撮ったりしましたけど、まあ、普通の日本人イコールネトウヨなんですよ。残念ながらね、と。まあただね、やっぱり移民政策反対デモにまで来る人って少数派だと思いますからね、そこはやっぱり実際そういう背景情報がわかるかどうかっていうのと、わからない時の場合に、これだけ再生数とかね、いいね数の差があるわけですよ。だってこれ高評価だけで21,000超えてるんですよ。こっち7,600回しか再生されてなくて、高評価750回ですよ。だからね、まあ、いかに切り取りされるとね、実際の背景情報とかが分かんなくなるかっていうことですよね。はい。いや、ほんとね、テンプレみたいな動画群なんで、まあ、見る人が見れば一発でまあ、そういう人だと分かると思うんですけど、まあでもね、こうやって切り抜きされるともう分かんないわけですよね。私も最初分かんなくて、これなんかのテレビ番組のね、動画なのかなとも思ったんですけども、そうじゃなかったわけですね。はい。そうですね。細川さんは医療系の陰謀論者みたいです。はい。で、本人はもうなんか亡くなってて、関係者の方がチャンネルをやってるみたいですね。はい。彼らの嘘を根拠に基づいて語ることはできますが、そう、ファクトチェックしてはあんま意味ないんですよね。陰謀論者だから。はい。まやきさん、ここからです。ありがとうございました。まあ、これでね、高市編とりあえず終わりなので、はい、後半はよかったらアーカイブでお楽しみください。ネトウヨは全人口の 1,2% しかいない。まあ、移民政策反対デモまで来る人は本当少数派だと思いますよね。はい。なので、こういう一部の極端な人の主張であるということを、分かっていただきたいなと思います。はい。ということでですね、一応高市編がまあちょうど1時間経ちましたので、これぐらいで区切りにいたしまして、次は、熱湯浴地獄編に入ります。まあそんなに、量がすごいわけじゃないんですけど、まあちょっと、本当にね、危険な、人たちがまだまだ登場するので、ですね、こちら、見ていただければと思います。はい、ということで、マスコミが、絶対生じない高市さんの真の狙いとはということで、TikToker の人の動画を流したいと思います。高市さんが辞める本当の理由気づいてないなと思って、なんとなく予算がとか、日本がとかですけど、これ1個しかないんですよ。でも言えないんです。なぜかというとマスコミがうるさいから。そして多分選挙で負けちゃいます。なんすかこれはね、高市さんが何て言ってるか、こう言いました。国民の皆様と、本日内閣総理大臣として解散することを決めました。ここからポイント。高市早苗が内閣総理大臣でいいのか、主権者である国民の皆様に決めていただく。そしてこう言ってます。日本列島を強く豊かにするって言ってるんですね。着手しなければ間に合いませんって言ってます。そして国に関わる重要政策の大転換。日本列島を強く豊かにする、今着手しなければ間に合いません、もう言ってますよね。防衛ですか？そうです。中国です。中国。つまりこれを高市さんが中国に強い圧力をかけるために基盤を整えるからやめますって言ったら、マスコミもてんやわんやじゃないですか。確かにそうですね。絶対言えないですよ、でも言ってるんですか？着手しなければ間に合いませんって、他に何があるんですか？まあ確かに。そしてもう一つ言ってます。国の根幹に関わる重要政策って言うんですよ。これはだから経済じゃないですよ。はい、ということで TikToker のベテラン証券マンジョニーさんなんですけどいやーいいですね。なんか典型的な感じで、なんか私はなんかこういうのを取り上げたかったんですけどまああんまりなかったんですけど、意外とすごいなって思いますよね。で
マスコミが報じないと、高市さんの真の狙いは中国に圧力をかけることであるって。いやいやいや、だから中国のことずっとマスコミの人たち煽ってるじゃんって。何回も言ってるじゃん。なんでマスコミが絶対報じないって書いちゃうのって。マスコミ報じてるじゃないですか。まあ確かに嘘とか陰謀説に片足突っ込んでると思いますけれども、まあまるっきりの嘘とは言えないんですけど、なんかその当たり前の事実を大げさに言うことによって、なんか隠された真実をあたかも解き明かしているかのように言うっていう、なんか話術のテクニックとしては、なんかすげえなって思いました。私こういう喋り方絶対できないのではい。ということでですね。キャミスさん、すいません。気分悪くなっちゃって、ゆっくりお休みになってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、まあね、ほんとね、口で喋られるとね、ちょっと気分悪くなりますよね。マスコミが絶対報じないとか、教科書には絶対書かれないとかね、結構、ネットリテラシー啓発配信になってたら嬉しいんですけど、いや、きついですね。投資系もひどいの多いですね。ほんと言い方ってね、やっぱり工夫するとこんなになんか伝わり方が違うんだなという。で、まあ、この方の動画、実は続きがあるんで、まあ、ちょっとすいません。こちらも流すんですが、はい。地時代は豊かになるのが目的だったんですが、今は中国共産党を長くするためには軍事力を強くすることが最優先。そして一個ずつそういった目的を達成している。つまり中国っていうのは必要なところは侵略してきている国なんですね。そして香港を取りました。台湾がどうなるかわからないけど台湾を狙っています。そして尖閣諸島。今、高市首相の中の頭で何があるかっていうと、ロシアがウクライナを占領しようとしてるけど、どうなってるかっていうと、どっちが悪いかってロシア悪いですよね。でも結局、武力があるところが弱いところを攻めると勝てないわけじゃないですか。そして全く同じことが日本に起こると思ってるんですよ。つまり核兵器がない中でアメリカの後ろ盾があるから今中国は攻めることないけども、もし何かがあってアメリカいなくなったらすぐに日本は中国に侵略されるっていう、それが今目の前で起きてる。だから高市首相は戦争をしたいのではなく、戦争をしないために強くないといけない。だから強く豊かにっていうふうに言ってるんで、これ抜きに高市さんが言っている発言をそのまま予算がとかね、大義がって言ったって、そんなの全部間違ったことで、根っこのところがここになるので、そこは理解した上で、今回の高市さんの選挙っていうのを見ると面白いのかなと思います。なるほど。中国っていうのは、はい。ということで続きだったんですけど、まあこれ気づいた方もいると思うんですけど、ジョニーさんなんかすごくそのバズらせのテクニックがやっぱ上手な人なんだなと思うのは、なんか動画を途中から開始してるんですよね。少し進んだところからまあこうスクロールバーを開始してって、頭とお尻がつながるようにしてあって、でもう一回再生するとまあ全体がわかるっていうような構成になってるんで、初めてクリックした人はもう一回見ざるを得ないんですよ。だから再生数も稼げるし、人の興味とかをね、最初に結論とか的な部分を持ってくるところで、まあ、人の興味を引きつけるっていう、まあ、技術はすごいなと思います。技術は。はい。そこは勉強になりました。なんだけどさ、だから中国がこれ侵略してるって完全に頭から決めつけてるんですよ。で、中国が侵略してこないのはアメリカが我々を守ってくれているからだと言っているんですけど、まあ今コメント欄でもツッコミありましたけど、トランプは日本守る気ないですよね。G2 って言ってたのもう忘れたのこの方は。なんかなんで現実認識がこう歪んでいるんでしょうかね。だからそうなんですよ。頭の良さの足の問題じゃないんですよ。これだけのこと考えられる人。だから、動画がね、効率的に再生されるためには、どういう構成にすればいいのかとか、まあ、どういったね、人たちに興味を、そそられなきゃいけないのかっていう。だから、分かっててわざと嘘ついてんじゃないかなっていう感じも受けるんだけど、これだけ分かってる人なのに、なぜか結論が、まあ、中国が侵略してくるっていう意味がわからない。だからトランプがあんな感じなわけですから、中国その気になればですね、日本に対してもっと強気に来ますよね。まあ、今みたいなそのレアアース金融とかねのレベルにとどまっているっていうのは、だからそこまでする気がないからだと思うんですけど、まあこういう方にはね、何言ってもなんかすり抜けられちゃうんだろうなという気がしますね。
そう。だから右翼の人たちってでも結局こればっかりですよね。だから中国が脅威である、中国にすぐに中国に侵略される、中国からの支配は確定しているんだと。だからなんかアメリカと繋がってなきゃいけないし、核兵器を持たなきゃいけないんだみたいなことばっかり言うわけですけど、いやだからその前提条件が間違ってんじゃないのっていう。現実に即してないですよね。だから今習近平と、習近平は確かに独裁者ですけれども、トランプとはね、それなりに良好な関係なわけですから、はい、日本に配慮する必要ないですよね。そう、デタラメなんですよ、結局。デタラメだし、嘘だし、陰謀説だしっていう感じですよね。だからうまく喋ってるだけなんですよね。だから日本は大した資源持ってないですし、わざわざリスクを冒して侵略してくる動機が何もないわけじゃないですか。でもなんで日本の方がむしろ中国を憎んでるのに、なんか中国からすごく憎まれてるっていう風に思ってるんですけど、なんでなんですかね。大日本帝国の記憶が蘇ってるからなんですかね。今日福岡に行ってたんですね、高市さん。かなりの人数が集まったようで、参院選の時の神谷宗平と同じように福岡での極右率が高まっていることを感じますということで、いやー、本当に。札幌では意外と静かでしたね。やっぱり雪がひどいので、こんな時に来んのかよっていうちょっと雰囲気はあったみたいです。私はちょっと行けなかったんですが、講義は。はい。本当ね、だから過去に日本が中国を侵略したことをすごくだから大日本帝国大好きだからこう思い込んでいるのか、それとも日本の侵略の歴史ってのを丸まま忘れてんのか、どっちなんでしょうね。そう、日本人に対する見方もやっぱり偏ってますよね。ちゅうことでね。そしてただですね、すいません、ちょっとまずさらにちょっとひどいですが、このいう人をですね、支えている TikToker の人が他にもいます。はい、誰でしょう。一瞬ネタバレしちゃったけど、はい。これは陰謀論でも過激な妄想でもありません。今日本の政治のど真ん中で静かに、しかし確実に異変が起きています。しかもその異変は野党ではない。なんと自民党の内部から始まっている。信じられますか？保守を名乗り日本の国益を守るはずの政党、その中に中道という曖昧な仮面をかぶったスパイ的存在が入り込んでいる可能性が次々と明らかになってきているのです。発端は立憲民主党と公明党、そしていわゆる中道改革連合をめぐる動きです。立憲民主党の野田佳彦氏がテレビ番組でさらっと口にした一言、自民党の中にも新党の動きに理解を示す人は複数、いや結構いる。この発言軽く聞き流してはいけません。なぜならこれはすでに話は水面下で進んでいると自白しているに等しいからです。司会者が誰ですかと聞いても野田氏は名前を出さず、言っちゃかわいそうと笑ってかわした。しかしその曖昧さこそが逆にリアルなのです。さらに追い打ちをかけるように政治評論家田崎史郎氏が爆弾発言を問うもとします。去年の秋の段階で中道側はすでに石橋周辺、そして岸田氏にも一緒にやりませんかと声をかけていた。はい。ということで、井川元隆さんです。大体もう内容全部分かったと思うんで、もう切りましたけど、何を言いたいかというと、要は、中道改革連合は中国のスパイであるので、同じく中国のスパイである石破さんと共同し、中国のね、スパイでありますから、日本を乗っ取ろうとしているのだという、ご公説をですね、なんか AI ボイスみたいな感じで言われてるんですけど、いや。なんで井川さんの言うこと信じるのって博打の弱い人なのにというか、だからね、前科は確かにそのね、名誉毀損もあると思うけど、いろんなのがあるんですけど、だからそのね、嘘だったり不誠実なことをやって逮捕されたりとか、そういう人なわけですよね。だからこういう人がメディアで持ち上げられてるの本当おかしいっすよね。でAI ではないみたい。AI ではないですよ。喋り方がすごい AI っぽいんですけど、井川さんはね、本当に TikTok でいろいろ発言してるので、おそらく他の動画から切り取られたやつだとは思われるんですが、本物ですね。はい。しこめチャンネルさん、ここからです。クラウドワークスっていうですね。こういう動画も誰が作ってんでしょうね。はい。だからですね、こういう動画を勝手に作ってですね、ばらまいている人たちが確実にいるわけなんですけど、はい。
で、まあ、その井川さんのね、ただちょっと最悪な発言が出るので、まあちょっと、ご注意していただきたいんですが、まあ最近の発言で何を言ってるかというと、3週間で29人が、スキー場等で遭難してるんですけれども、まあ外国籍の方が多いわけですよね。まあ、投資させるがいいとか言ってるんですよね。もう言葉がないですね。なんか私井川さんのことね、もう本当に嫌いなんで、まあ、ブロックしてるんですよ。だから普段ねこの人の発言目に入ってこないんですけど、でもこれ完全にもうなんかもうヘイトスピーチとかそれ以前の問題ですよね。まあ人の心とかないんかっていう最近アニメのセリフありましたけど、だから本当人間が人間に対して言う言葉とは思えないっていう。だからこういう感覚の人なんが、まあこうやってねメディアを通じていろんな発言をしたり主張をしたりするっていうのは非常に問題があると思いますね。だから取り上げる人たちもおかしいと思うし、まあ YouTube も含めてですね、ネットメディアとかでも含めて井川さんをねゲスト出演させたりとか、まあ人気者扱いしてる人たちも私は倫理に戻る行為をしてんじゃないかなと思いますよね。はい。そうですね。まあ、ウルトラ右翼とかの人たちはね、日本もそうだし、アメリカもそうだけど、90年代からこんな感じになってきたみたいですね。まあ、とにかく憎悪を煽ると、敵対心を煽るみたいな方向性に舵を切って、それが半ばうまくいっちゃったもんだから、まあ、行く果てがトランプだったり、井川だったりっていう感じですよね。結局デマとヘイトばらまいてね、人気になってしまいましたからね。いや、本当こういう発言で外交問題になるんじゃないですかね、そのうち。いや、ほんとね、自分が人権の保障がない国にあったらね、今頃殺されてるんじゃないかっていう気がしますけどね、こんないろんな人にね、悪意ある発言をしたり、喧嘩売りまくってたら、そうですね。ということですいません、最悪だ、うんざりしてきましたけれども、TikToker の皆さんでございました。そしてですね、まあ、これはですね、TikTok ではなく、まあ、こういった、ただ TikToker の人たちが調子に乗る背景には、やっぱりマスメディアの中の人たちが、高市さんを支持したりしてるっていうところがあるので、まあ、ちょっとマスコミの人、大メディアの人の発言をちょっと取り上げたいと思います。と思ってます。地上波でこれ言った元産経記者がすごい、高市総理はよく言ってくれた。だから反省する必要もなければ撤回する必要もありません。もう日本の外交っていうのはずっと中国の顔色を伺って事なかれ主義でやってきた。例えば王毅外相がですね、高市総理はレッドラインを越えてきたって怒ってましたけど、それ中国が勝手に引いたレッドラインなんですよ。今回初めて日本側が日本にとってのレッドラインっていうのを明確に示した。台湾有事によって海上封鎖、戦艦を出す、これが要するに日本にとってのレッドライン。それさえしなければ日中関係っていうのは穏便にできますよという日本側からレッドラインを引いた。これすごい今までにない日本の外交で、私はこういう外交を待ってました。忖度なしに語った元産経の福島香織さん、こういう本音を言える人がテレビでもっと増えるべきじゃないですか。私は本当はい、ということで元産経記者の福島さんなんですけど、いやでもここまで極端なこと言う人だった記憶あんまりないんですけどね。はい。まあこれ去年の11月29日の発言でして、スポニチなどが、取り上げてますが、例の ABC テレビ教えてニュースライブ正義の味方でございますね。はい。香港さんなどが出演していることでも有名な、ABC テレビなんですけど、日中関係悪化を招いた高市首相の台湾有事発言について試験を述べたと。福島氏は高市氏の発言について、私はよくぞ言ってくれたと思っております。賛成する必要もなければ撤回する必要もないと。日本の外交は中国の顔色を伺って事なかれ主義でやってきましたが、王毅外相が日本の主張はレッドラインを越えたと怒っていましたが、それは中国が勝手に引いたことであって、今回初めて日本側が日本にとってのレッドラインを明確に示した。今までにない日本の外交であり、これを待っていたという、レアアース規制されるのを待ってたっていうことなんですかね、福島さんは。
で、マスメディアの人のこういう無責任極まりない、対中煽りみたいな発言が結局 TikTok でこれ4万1000いいねぐらいされてるんですけど、TikTok でバズって、いろんなね、TikToker の人たちが、中国みたいなことを言ってバズるっていう、構造が出来上がってしまってるわけですよね。だからやっぱりマスコミの罪ってすごく深いと思います。はい。はい、正義の味方で元産経記者でございますね。これボイスロイドもね、使用規約違反ですよね。先ほどから指摘されてますけれども、はい。産経ワトベサイト、産経なので想定内。産経辞めた人なんですけどね。だから産経新聞とは今ちょっと距離があるはずなんですけどね。悪党の味方、外交とは言わないだろ、これは、っていうですね。はい。ということでですね。この福島さんの見解の何が問題かというと、説明してくれてる方がいるので引用いたします。高市総理の台湾有事答弁は本当に政府見解に基づいた答弁なんでしょうかねと。論点1、高市総理が戦艦などと答弁した瞬間、あれと思いました。戦艦っていうのは展示用のものを除き世界に存在しません。論点2、台湾を国ではなく地域と言い直しました。国際法上自衛権を行使するのは国でありますので、密接な関係にある国というのは国家でありますと答弁しており、集団的自衛権の発動は国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合と規定しているので、台湾には当てはまらないと。これは残念ながら事実ですね。はい。台湾は国連非加盟国です。国と認められてません。で、安保法制の議論は、台湾が米国に要請をし、米国の軍隊が攻撃されるか、在日米軍基地が攻撃された場合だった。しかし、高市答弁の台湾有事は日本有事は台湾から日本が援助要請を受けて集団的自衛権を行使するパターンのようで、今までのね、発言に踏襲されていないと。だから福島さんはこれを評価しているのかもしれないですけど、これは高市さんの独自理論であると。後から明かされたことですけども、官僚の方々は当然ね、無難な答弁を用意してたし、政府統一見解にもなり得ないですよね。あまりにも踏み越えた発言なので、政府は統一見解も出せないはずだと。で、公式の場で特定の国や地域を明示して、これから武力闘争になったらうちの国も参戦しますよと事前に発言する首脳がどこにいるのだろうか。中台関係ではトランプ大統領ですら曖昧戦略を取り、中国とはね、かなり向こうに歩み寄った、態度を取っているわけですよね。だからそのトランプからも激怒されていたことが最近判明したわけですけれども、本当言語道断の発言だし、私はね、もちろん台湾の自立権を支持しておりますけれども、辻元さんの批判は当然だと思います。はい。第二次大戦中の日米戦争開戦の雰囲気と同じような感じですよね。一種のストレス解消のためのはけ口にされてる。そうなんですよね。本当危険ですよね。だから、ヘイトを煽ることで、ストレスが醸成されてるのもあるけど、物価高でやっぱりみんなストレスを感じてるわけじゃないですか。でも物価高をだから一刻も早く政治的に解決しなきゃいけないのに、物価高を拡散させるのみならずですね、こういう発言をして、中国が何でもかんでも悪いみたいなことをマスコミまで言ってるわけですよね。非常に危険な状態だと思いますし、新しい戦前っていう風に言ってる方も多いですけれども、まさにそういう雰囲気だと思います。今日産経が群馬の山で国産レアアースの新鉱物を4種発見みたいな記事出してますよね。いやだからレアアースは発見するよりもごめんなさい、批判じゃないんですけど、生成する方が難しいんですよ。だから生成能力が日本にはないっていう風に言われてるんで、レアアースをねたくさん発見したからといって明日使えるかっていうと、そんな金とか銀じゃないからそういう問題じゃないですよね。はい。だから先ほどね、前半で、小泉に関してですね、わけわかんないデマを流している動画も紹介しましたけれども、これに関しても、南鳥島のレアアースをめぐる話なわけですけど、南鳥島のレアアース採取にですね、成功したところでですね、いきなり中国に対抗できるだけのレアアースが手に入るかっていうと、そんなことありえないですからね。はい。現実見てくださいやっていう感じでしかないですね。レアアースの国産化できるかって言ったら、10年も先の話だし、そもそもね、国産化できるだけの量を採取できるかどうかっていうのもわからないですよね。はい。だから、減税積極財政してるところがね、もう本当に危険な組み合わせですからね、物価高で、日本が沈むんじゃないかっていう瀬戸際の時に何やってんですかっていう話でしかないし、結局国民のストレス解消にね、中国が利用されてるという話ではないかなと思います。
はい。ちゅうことでですね、ちょっと次の動画に行きたいと思います。次の動画なんですけど、ごめんなさい。ちょっと警告します。女性差別の動画だと私は思うので、見たくない方はですね、ほんとミュートしててください。2分もないぐらいです。はい。ちょっと流します。答えてください。なんだっけ、女ヒントは田首相の名前答えてください。首相？なんか高橋。高市だよ。高市さん。今の首相の名前答えてください。田から始まる。田中明。じゃない？高品。さん。今の日本の首相は誰ですか？高市さん。OK。今の首相は誰ですか？女の人？名前。知らない。高市さん。今の首相の名前答えてください。首相？総理。あれ、女の人。なんだっけ？田から始まる。高市。高市？知らねえ。今の首相。はい、ということですいません。私はまあ思ったんですけど、非常にこれ女性差別ですよね、この動画。わかります？わざとまあ若い女性のね見た目をしてる人に聞いてんですよ、この質問を。だからそれで分かんないことをまあ面白おかしく言ってるっていう。だから私確かにこういう子供の頃にこういうバラエティ番組見たことあるし、当時はね何とも思わなかったと思います。正直分かってなかったから。でも未だにこういうことするやついるんだなってちょっとびっくりしましたね。だからTikTokでなんか若い方とかはまあ世代論で言うのもそれもね問題かもしれないですけど、こういうの見ていやこれ女性差別だろってやばいなって思わないのかなってまあそこまでさっきの動画とかに比べるとバズってるわけでもないんだけど、2000いいねぐらいされてるんですよね。だからどういうことなのかなってちょっと信じられない思いですね。はい。もう明らかに女性差別だし、まあ若者をバカにしてる動画だと思いますね。はい。ということで、そう。だから、なぜ女性に対してだけ話しかけるのかっていう、まあ女性の見た目の人だけに話しかけてるのかということですよね。そう。だからわざとそういう属性の人にだけインタビューして、おそらく答えられなかった人にフォーカスしてますよね、特に。まあ答えられてる人もいるけど、はい。そう。ね、だから悪意ありますよね、本当に。だから最初に悪意あって、だから制作者の側からそういう偏見の伝わってくる作品だと思うんですよね。はい。いや、気持ち悪いですよね、本当に。だから話しかける大義名分にしてねえかっていう気もしますよね。そう。若い女性だけを無知な存在として扱っているのは女性差別だと思います。はい。その通りです。だから動画の狙いとしては、だからこういうね、トンチンカンな答えを言う人たちを、まあ笑い物にするっていうね、動画ですよね、おそらく。だから趣旨がね、ピンとこない人もいると思うんですよ。差別的だから。笑えないし、ね、中悪だと私は思うんですけど、はい。ね、だからやっぱりこういうね、昔はこういうバラエティいっぱいあったんですよ。だけどまあ最近はどうなんだろうな、減ったと思いたいんだけどね。だけどなんか昔からそう、女性に対する偏見とかね、若者に対する偏見っていうのを助長する、内容のバラエティとかいっぱいあったんですけど、そういったもののね、系譜に連なるものだと思いますよね。だからね、男女差ないと思うんですけどね、正直。確かに若い層には政治無関心層は多いです。それはね、調査的に裏付けられている事実でありますけど、それだって日本社会が悪いんだけどなっていう。そう、バカにしてますよね、マジで。はい。そういう晒して笑い物にするっていうのは90年代ロワークサブカルのノリです。そうですね。まあ、宝島社とかそっちのノリですよね。はい。
なのでですね、ただこういうことを言うとですね、なんかこういう、いや、これはなんかセクハラじゃないとか、お前がポリコレだからだみたいなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれないので、作者の人が見てたら、教えてあげたいんだけど、別にそんな私も詳しいわけじゃないんだけどさ、キャサリン・マッキノンさんっていう人がですね、セクシャルハラスメントについて、1970年代ぐらいにですね、セクシャルハラスメントとは何かっていうことを考えたフェミニストの方がいたんですよ。で、彼女がフェミニズムっての観点からですね、セクシャルハラスメントとは何かっていうのをどう定義したかっていうと、よくだから嫌がってたらセクハラだとかって言うじゃないですか。で、さっきのインタビュー受けてた人たちは嫌がってはいないから、表面上はね、嫌がってはいないからセクシャルハラスメントには当たらないかじゃないかっていう風な議論をする人もいると思うんですけど、嫌がってるか嫌がってないかって正直本当は問題じゃないんですよ。マッキノの定義だと、この言葉は最も広い意味では望まない性的行為や社会的に望ましくない性的行為を意味するが、そのような行為はそれまでにも存在していた。しかしそれらを的確に表現する言葉が存在しなかったため、それらが文字通り語られることはなかった。これらの言葉はそれらに関する女性感覚に適合し、それらの否定的評価を的確に伝えるものであったため、普遍的に共有された社会的定義としてそれらをめぐる議論を可能にしたものであると。セクシャルハラスメントとは最も広い定義では、不平等な権力関係の文脈において望まない性的欲求を押し付けられることであるとした上で、本書は働く女性のセクシャルハラスメントについて特に法的には雇用上性差別であると主張するものであると。これマキノンが難しい言い方してるんで、何を言いたいのかっていうと、要するに街頭インタビューするからって、その女性であることをね、属性で自分の変えられないね、女性であることを強調される必要ないわけじゃないですか。でも明らかに女性であることを理由にインタビューされてるでしょ。だからこれは、不平等な、聞く側と聞かれる側っていう不平等な権力関係の文脈において、自分たちがセクシャライズされた女性としてね、別に望んでないのに、高市さんの名前言ってくれって言われただけなのに、望まないその性的な属性をですね、強調されるっていう、ことでありますから、客観的に見てセクシャルハラスメントに該当するんですね。だからセクシャルハラスメントとは全て性差別であると。もちろん女性に対するものに限らず、全てのねジェンダーセクシャリティの人に対してそうなんですけれども、だからアメリカの憲法上ですね、憲法で性差別は否定されているので、キャサリン・マッキノンは全てのセクシャルハラスメントは憲法違反であるっていうふうに論じたんですよね。はい。マキノンはね、当然トランスジェンダーの方々とかにも対しても同様のことが言えるという、論説をされておりまして、もちろんねソジ差別とか LGBTQ 差別として別に描かれることもありますけど、全てのセクシャルハラスメントは性差別であると、特に、女性に対する差別が多いっていうことを、論じていたというものであります。はい。そうですね。だからようやくそういうセクハラ的なね、バラエティとかね、下火になったと思われるのに松本もいなくなったし、でも結局はやつもね、ネットで、活動を再開したりですとか、TikTok とか YouTube でこういうのが再生産されたらね、意味ないですよね。はい。村上さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ちょっとセクシャルハラスメントの話をしておりました。今の大物中堅男性表彰がおバカなギャル女性タレントのことを好きじゃないですか。まだ気持ち悪いですね。そう。だからね、そう。だから女性に対してそういった愚かさであったりとか、そういった属性が押し付けられるってことも、セクハラの一種なわけですよね。はい。そうですね。そもそも企画として面白くないし、ほんと廃れてほしいですよね。だからこれ流れてきた時びっくりしましたよ。私バズってる動画をランダムに今回すごい流しまくって、その中からいくつかピックアップして、流すことにしたんですけれども、ほんとびっくりしましたね。これって今作られた動画なのって、投稿されたのがいつだったかな。去年の11月3日ですね。はい。だから未だに高市さんを支持してるような人って、こういう動画をね、見たり支持したりしてるんだろうなというのが、ちょっと信じられないけど、実際そうなのかなと思いました。はい。ですね。本当ね、自分以外の人間をそうやって嘲笑ったりバカにするのはそもそもやめるべきだと思います。はい。で、次の動画なんですけれども、皆さんもし持っている人がいたらお待たせいたしました。今回ちょっと出番これだけなんですが、やつが登場しますということで、参政党の神谷宗平さんの演説でございます。はい。ね、嫌がらせをさ
れても暴力で返したりはしません。デマも振りまきません。正々堂々と正論でぶつかっていきます。だから皆さん安心して参政党を応援してください。我々のバックには何の宗教もありません。私はどっかの企業の紐付きでもないし、自民党はバックにもいません。参政党は独立した一つの国政政党です。これはイデオロギーの話ではないんです。国守りなんです。国防なんです。そして公務員の給料もどんどん上げて、自衛官とか警察官もちゃんと確保していかないとね。今日だって警察官たくさん来てくださってるからこれ治安守れてますけど、警察官や自衛官がいなくなったら大変でしょ。皆さん、外国人がなっていいんですか？警察官とか自衛官に。ダメでしょ。今のままじゃ外国人入れようって言い出しますよ。ダメです。日本の国防とか治安維持は日本人が責任を持ってやるんです。当たり前のことです。それが我々が言っている日本人ファースト。差別でも何でもない。日本のことは日本でやる。そのために日本人の経済をしっかりと立て直す。日本の産業を立て直す。日本の子供たちを守る。当たり前のことを言ってるだけです。はい。ということで、まあ、神谷さんの服装を見たらわかると思うんですけど、これ去年の演説です。参院選の時のですね、梅田ヨドバシ前での演説だそうでございます。まあ、それを今、参政党ファンの人が切り抜いて、まあ、3万いいねほどされているそうでございます。まあ、まず最初に言ってること嘘ですよね。嘘とかデマとか私言わないみたいなこと最初言ってたじゃないですか。いやいやいや、嘘とデマを言ってるのはあなたのことでしょっていう。だから、この何の宗教もないっていうのも、おそらくは統一教会とか公明党のこととかをいろいろ考えた上で言っているんだと思いますけども、そういう問題じゃないんだよっていう、話ですよね。はい。でですね。まあそんな感じなんで最初からまあ嘘の塊なんですけど、まあただ今回それを言いたいわけではないのでちょっと説明します。参政党自体がカルトだろ。嘘つくな。それはイデオロギーだろ。警察は参政党のヘイトスピーチを取り締まってほしい。いや、本当ね、取り締まるべきですよ。だってヘイトスピーチ解消法あるんでしょ？明らかに違反してますよね。だから確かに公務員の給料を上げたりするのはね、別にいいと思いますけれども、そういうこと言ってんじゃないですからね。明らかに差別的な主張をしてるわけで、はい。いやー、そうですね。外国人権を利用されてるだけですよね。この間蕎麦屋に入ったら参政党のポスターがデカデカと貼ってあったので慌てて退店した。変な声出た上は。最悪っすね。いやー、ここまで堂々と嘘つけんのすごいですね。だからなんかそういう地元の商工業者みたいな人にもこういう人たちが浸透してるのが恐ろしいなと思います。はい。で、まあ、この子でね、なんで私が言いたいのが何かっていうと、ここですよね。警察や自衛官がいなくなったら大変だろうと。警察や自衛官はね、日本人がやるべきなんだと。まあ、日本人ファーストなんだ、それがあって、何個が私の言うことが差別なんだという、まあ、力強く主張されておられるんですけど、はい、神谷宗平さんが大好きなアメリカっていう国があるんですけど、アメリカの警察官の条件、ちょっと調べてみました。NIPD ニューヨーク市警ですね。まあ最近、ゾーラン・マムダニさんという方が、市長になった方でも有名でございますが、警察官に任命される人には、米国の市民権が必要ですと書いてあるんですね。米国の市民権。はい、米国の市民権が必要です。米国の市民権を持ってる人ってアメリカ国籍の人だけじゃないよね。まあマムダニさんもそうだと思うけど、グリーンカードを持ってたりは、彼はまあアメリカ国籍はもう当然持ってるか。別にですね、アメリカ国籍必須じゃないんですよ。米国市民権があればいいわけだから、永住権持ってる人とか、当然グリーンカード持ってる人とかは警察官になる資格がある。少なくともだから面接を受けたりね、トレーニングをして、まあ、警察に入りたいですっていう資格があるわけですね。だからいや、アメリカって普通に外国人採用してるじゃんっていう。だから、神谷さんは自分が言ってることはですね、まあ確かにそういう国籍条項を設けてる国は多いです。ドイツとかは、ドイツ国籍を持ってない限りは警察官や軍隊には入れないっていうことになってます。なので日本は確かにドイツと同じなわけなんで、
たちにドイツとか日本が差別国家だということは主張したらちょっと強すぎるかもしれないですけど、まあドイツの AFD 極右政党とかね、神谷宗平さんの参政党とかは明らかに極右的な主張してますよね。絶対警察官がね外国人になっちゃいけないんで当たり前だ、それを言うのは差別ではないみたいなことを言ってるわけですけどね。いや、アメリカに行ってその主張したら差別だから。はい。ちなみにですね、他の有名な、まあ、警察としてはですね、ロンドンの、ロンドン警察、ロンドン警視庁も有名ですけど、国籍と居住地につきまして、イギリス出身でない場合は、イギリスに居住しており、過去3年間継続的にイギリスに住んでいる必要がございます。以上。イギリス出身の方は過去3年間ずっとここに住んでいればよろしいです。以上。はい。はい、国籍要件ないですね。はい、永住者であれば当然 OK という。しかも3年間住んでればいいよっていう。すごい緩いなっていう。まあ、だから外国籍の人も基本的にはですね、当然試験を受ける権利はあるということです。もちろん内部ではね、アメリカの警察とか白人至上主義的でひどいとも言われてますので、当然有色人種の人とかに対する差別とかはあるかもしれないですけど、それとこれとはまた別の問題ですよね。はい。三重県庁聞いてっかというですね。だから日本は公務員をだから外国籍の人に文句を開かなさすぎなんですよ。やっぱ差別的ですよね。はい。いやでも神谷さんのそうマスキュリンなところにね、なんか惹かれる人がね、排外主義みたいになっていくのはね、恐ろしいですよね。まあそうですね、マキャベリストっぽいところもあるし、まあ典型的な極右政党のボスって感じだから、まあ、そこがね好きな人は好きなんだろうけど、私は受け入れられないですね。はい。そうまあ市民権っていう言葉使うと左翼だって言われるじゃないですか。だって市民とね国民で違いますからね。だから米国市民であるっていうことは当然米国市民であることが米国の警察官の条件では当然あるわけだし、まあニューヨークシティ以外にもねいろんな警察の規則がありますから、ニューヨークシティ以外調べてないので、もちろんね入れないところもあると思うんですけど、まあ基本的にね市民であればいいんですよ。市民であればシビルライツがあるので、市民権があれば OK。 だから国民じゃなくてもいいよっていう話ですよね。でまあさすがにでも軍隊はないでしょっていう話になるじゃないですか。でもアメリカ海軍についてこれ調べてみたんですよ。まあ皆さん悪名高いですね。まあ日本で犯罪を犯しまくっていることで有名なアメリカ海兵隊なんですけど、アメリカ海兵隊に入隊したいのですがどうすればいいですかと。アメリカ海兵隊に入隊するにはアメリカの市民権もしくはグリーンカードが必要です。新生時にアメリカ国内に住んでいる必要もございますと。以上。まあ、市民、警察さんがそうだからは、当然って言えば当然ですけど、アメリカって移民国家なんで、外国籍でも OK です。はい。結論。だから、海兵隊も、まあ、日本人でもね、なれるわけですね。はい。だから、神谷さんもね、移住してアメリカ軍に志願してみたらどうなんですかね。どうですかね。アメリカに住んでればね、当然永住権とかは必要ですけれども、アメリカ海兵隊に入隊することだってできるわけですよ。はい。で、あとまあ他の国によってはですね、外国人部隊をいわゆる、設けてる国もあります。フランス外国人部隊では日本人を含む多くの外国人を受け入れております。入隊希望者は自費でフランスに渡航し、日本国籍保有者は3ヶ月以内の滞在であればビザは不要です。入隊志願者についてはパリ最寄りの選抜センターで24時間年中無休で受け付けております。日本人も歓迎だぜという、ということですね。だからさ、そのアメリカとか日本欧州をモデルにするのは結構ですけど、向こうが何やってるか実は神谷さん知らないんじゃないですかね。まあ知っててわざと言ってんのかもしれないけども、だからそのドイツ AFD だって実際その他国がこういうことやってるの知ってるから、おそらくここまで堂々とね、ドイツの警察官にはね外国人不要だみたいなことは言えないんじゃないかと思うんですよ。だってフランスこんな感じだからね。だからフランスこんな感じだから言えないんじゃないかと思うんですけど、まあ、いかに日本が外国人排除的、ね、排外主義的な主張をしている国であるかっていうのが伝わりますよね。はい。地元の参政党の応援演説に神谷が来てたそうですが、抗議しに行けばよかった。あ、そうなんですね。
で山本さんはね、本当体調はね、直してほしいし心配ですけど、結局神谷さんに人気取られちゃいましたよね。いやー、本当に悲しいですね。だから日本だってね、そもそもね、大陸から渡来してきた人の子孫ですからね、みんな。私なんて北海道の入植者ですからね、子孫ですからね。だから移民国家は移民国家なんですよね。いや、変わんねえっちゃ変わんねえはずなんだけどな。先日の NHK の米軍の日系人部隊のドキュメンタリーを見ましたが、こうした歴史も無視している。そうですね。米国のね、日系人の人ってすごいいろんな歴史があるわけです。負の歴史も含めていろんなことがあるわけですけど、そういう人たちのことも多分知らないですよね。だから日系米国人ってすごい活躍してるんですけどね。多分知らないんだろうな。他国に目を向ければこのような例を枚挙にいとまがないのに、なんか本当に日本がね、内向きにどんどん閉鎖的な国になってますよね。だから実際に移民の脅威みたいなものもないわけじゃないですか。外国籍の人すごい超少数派ですからね、3% ぐらいしかいないと言われてますから、それもね、ちゃんと国勢調査が自民党やらないからよく分かってないんですけれども、正直周りにやっぱり永住してる方ってそんなにいないじゃないですか。レイシャルマイノリティの人たち含めても 10% はいないはずなんですよ。増えているとはいえ。だからね、そういう国なのに、そういう国でしかも人口減なのになんか移民反対みたいな、だから私もなんか移民賛成って言ったらちょっと誤解されたことあるんで、ちょっとあれなんですけど、別にだから技能実習制度とかを肯定してるわけじゃなくて、別に海外からね、移民の方が入ってくることの何が悪いのかっていうだけの、つもりなんですけどね。はい。ということで、参政党の、差別的な演説でございました。神谷さんは少し海外のことも勉強してください。ということなんですが、ちょっと一瞬今さっきネタバレしちゃったんですけど、海外に影響を受けすぎた人もいらっしゃるので、ちょっとその高市応援団の政治家の人ですけれども、を取り上げたいと思います。仕組みについて、この度運用の準備が整ったので発表いたします。具体的にはこのパネルにあるように、内閣官房の担当室のホームページの特設のサイトを設けまして、年明けの1月5日の朝10時から1月5日午前10時から2ヶ月間ご提案を募集させていただきます。特設サイト自身は今日この記者会見が始まった時刻にオープンとなります。国民の皆様にはできるだけ積極的にお声を聞かせていただければと思っております。ついに歴史が動きました。財務省が隠してきた聖域に高市総理と片山さつき財務大臣がメスを入れます。今回発表されたのは、国民がネットで直接この補助金は無駄だ、この税制優遇はおかしいと通報できる前代未聞の国民提案サイトです。これ実はトランプ政権のイーロン・マスク氏が進める政府効率化の日本版。これまでの政治家は官僚に忖度して手を出せませんでしたが、高市総理は違います。国民の血税を利権やばらまきには1円も使わせないという強い意志の表れです。片山大臣も期待に応えています。かつて走行距離課税なんてありえない、車は走るためにあると断言し、地方や庶民の味方であることを証明しました。今この2人がタッグを組んで増税ありきの古い財務省を中から作り変えようとしています。日本をもう一度豊かにするその本気がこの1月5日から始まるサイトに詰まっています。ぶっちゃけ大人たちの都合で決められる使い道のわからない税金にもやもやしませんか。でも今高市総理と片山大臣が私たちのスマホから直接無駄を削れって言える時代を作ろうとしています。未来の日本をもっと明るくてワクワクする国にアップデートしていく、そんな2人のガチな挑戦をみんなで後押ししませんか。日本を良くしたい、期待してるって思った人はぜひコメントで教えてください。動画が良かったらいいねと拡散もよろしくお願いします。皆さんまずははい、
ということで、片山さん応援動画だったんですけど、私の動画の高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。でもなんでこんなホラーな感じなんですかね。陰謀説だって自分で分かってて言ってます、もしかして。財務心理教終了とか書いてあって、去年のね、12月31日にしかもよりによってこの動画投稿されてるんですけど、1月5日からですね、確かに日本版どっちである政府効率化なんちゃらこんちゃらみたいなものが作られて、市民からですね、意見を吸い上げるというようなことを、片山さんがおっしゃったわけですけれども、それは事実なんですけど、なんでそれが財務省を解体するってことになるんだよっていう。だからもう演出の陰謀論そのものだし、なんかホラーみたいな感じだし、全然プラスのイメージがないですよね、この動画自体に。音楽の使い方もちょっと怖いし。で、しかもやってること軍備拡張ですからね。だから無駄なことに税金使うなっつってんのにさ、なんで軍事に使うんだよっていう。ほんと怖いですよね、この動画。すいません、ちょっと長く流しちゃって。いやー、無駄な税金って極右議員や裏金議員に使われる税金のことですかって。一般人が何か無駄か判断できるわけないだろうということでですね。はい。高市さんのね、最近の財政政策が日経新聞にもついにボコスカ叩かれるようになったことはですね、皆さんに火曜日の配信でもお知らせした通りでございますが、このね、日本版どっちに関しても、フォーブスジャパンからボロッカスに叩かれています。日本版どっちなるパフォーマンスは不要である高市首相は安倍政権が積み残した改革の実行をしなさいと。高市早苗首相が日本版成立効率化省と呼ばれる組織を発足させたタイミングは最悪と言っていいものだった。というのも同じ週、米国では起業家のイーロン・マスクが率いたどっちがほとんど何の成果も出せないままひっそりと解散していたことが明らかになったからだと。知ってる方は知ってると思いますけど、イーロン・マスク版どっちは解散しました。結局のところ無制限のカオスをワシントンに解き放てば、効率は損なわれ、ドナルド・トランプにとっては残念なことにおそらくコストもかかったと。USAID というですね、JICA と同じような組織だって言って陰謀論者の人に叩かれまくったアメリカのですね援助機関があったんですけども、こういったものを潰してしまったことで多くのね命が失われてしまったりですとか、途上国と言われる国の方がですねすごく困ったりっていう、ことがあったんですよ。だから、イーロン・マスクは世界で何十万人もの命が失われたことに対する責任を取れるのかっていう話ですよね。で、しかもどっちがやったことって完全に無駄どころか逆効果だったっていう風に言われておりまして、計算によると逆に米国の納税者に対して1350億ドル約21兆円のコストを負わせた可能性があると。内国歳入庁には、どっち主導の削減による税収損失は5000億ドル77兆5000億円に達すると予測しているということで。いや、アメリカの財政に大ダメージ与えて解散しただけじゃんっていうですね。実際どっちが何やったかっていうと、そういう USAID みたいなね、アメリカとしてはね、真っ当なことをやっている機関を叩き潰してしまったりだとか、WHO の脱退を促したりだとか、そういうこと、悪いことばっかりしてたので、当然っては当然なんですけど、イーロン・マスクもですね、トランプと喧嘩して、5月末にはですね、ホワイトハウスから出て、僕は一起業家に戻りますみたいなこと言ってんですけど、お前が失った金を払えやっていう感じですよね。本当に。政府を効率化するどころか非効率化しただけで何の意味もなかったというようなことが書かれております。はい。日本を粛々とダウングレードさせていく政策ですし、アメリカがどっちのせいで現在どうなっているかをしっかり報じないといけないですよね。いや、本当ですよね。だから片山さんと高市さんの思いつきでなんかアメリカのトランプの真似をしようとして、でもトランプのどっち解散してんだけどみたいなドジをさらに踏んでいく。だからフォーブスって当然ね、左翼ではないです。どちらかというとね、オリベ寄りの、論調のですね、マスメディアですけれども、そもそもね、こんなことしても何の意味もないし、高市さんは、こんなバカなことしてないで、ちゃんと歳出削減だとか、インフレ対策にですね、ちゃんと舵を切ってくださいというようなことを言われております。最近もね、アメリカのベッセントっていう人に怒られたりとかですね、高市さんのね、経済音痴ぶりはもう伝わ
わっちゃってると思うんですけれども、まあ、そもそも内閣官房に設置された素材特別措置補助金見直し担当室っていうものが、まあ、日本版どっちにのその手に当たるものだと言われてるんですけど、これ自体ですね、関係省庁の30人が平任で業務を行う実務組織になってるんですよ。だからこうした会議は事実調査、合意形成、報告書作成のスピードが遅いことで悪名高く、高市が1年後に交代させられるのを防げないほどに遅いのではないかと。だから成果が出るとしても1年後だから、片山さつきさんがね、さっきの動画で言ってたように1月5日からまあ正式にスタートしたわけですけれども、来年の1月5日までまあ高市政権が持つのかという話でもありますし、持ったとしても1年後にならないと、このね、陰謀論的な動画を作ってる人たちとか、それに賛同してる人たちの意見っていうのはおそらく吸い上げられないし、まあ吸い上げられたところでね、別に財務省をいきなり解体するみたいな話ではないわけですから、無駄ですよね。はっきり言ってこれ自体が。だからなんでパフォーマンスに優々たくたくとしてね、ちゃんとした経済対策をやらないんですかっていうのは、まあ左右問わずですね、高市さんに言われてることじゃないかと思います。はい。ということで、陰謀論者の夢破れたりというか、まあ財務心理教ってこれ自体が差別的な言い方なんですけど、まあこういうね、陰謀説の下火になってきたような気はするんですけど、まあ未だに信じる方が結構いるので取り上げさせていただきました。はい。で、次の動画なんですけど、ちょっとすごい悪意が強いんで、ちょっと閲覧注意です。まあ今までもね、悪意的な動画たくさんありましたけど、特にですね、公明党の関係者の方はちょっと、気分悪くなるかもしれないんですが、日蓮宗僧侶の怒りと中道改革連合ということで、日蓮宗僧侶のですね、お坊さんから、まあ中道改革連合がボロカスに言われているので、まあちょっとそれを取り上げたいと思います。昨日に引き続き緊急で動画を回しています日蓮宗僧侶の田村です。公明党と立憲民主党が協力して新しく中道改革連合という政党を立ち上げました。まあちょっと今この中道改革連合が話題になっちゃってるんですけど、これについて愛国者として、そして僧侶として異議を申したいと思います。まず一つ目なんですけども、公明党と立憲民主党という実質左翼政党が手を組んで作った新しい政党ですよね。なんでこれが中道なんですか？左翼が中道と嘘吹くその欺瞞に強い怒りを感じます。嘘をつくのはやめてください。朝鮮民主主義人民共和国と同じくらい名前からして嘘ですよ。外国人参政権を推し進めるような政党はそれだけで圧倒的左翼です。中道ではありません。そして一番許せないのが、これ日蓮宗僧侶としてはっきり言うんですけど、中道という言葉を蔑み悪用していますね。もともと中道という言葉は仏教用語でして、これは保守とリベラルの間を取るみたいな、そんな安直な言葉ではないんですよ。まあ説明の便宜上分かりやすいので中道という言葉を仮に使って説明している人はいましたね。まあそれくらいなら許容範囲なんです。でも本来はそういう意味じゃない。まあ2つのものの間を取るのであれば、それは中道ではなく中庸です。中道っていうのは対立する2つの要素、どっちも否定してどっちも超越してもっとすごいものを作る、これが中道です。仏性という仏様の心を中道という場合もあります。今まで中道という言葉が、中道政治みたいなちょっと違う意味で使われてたのは、まだ許容できるっていうか分かりやすいからしょうがないなっていう感じなんですけど、左翼政党の名前に使われちゃったらそれはもう黙ってらんないでしょ。ふざけんな。日蓮聖人の教えの敵ともいえる公明党、左翼政策を徹底的に推し進める立憲民主党、新しい政党をなんか作ってその名前に仏教用語みたいなのを使うのやめてもらえますか。中道っていう言葉がそんな変な政党の名前に使われちゃったら、中道っていう言葉の価値が下がるんですよね。ふざけんな。はい。
まず言いますけれども、斉藤哲夫さんと野田義彦さんは少なくとも左翼ではありません。どちらかというと右翼ですよね。はい。綾川健太さん、コカラスです。ちょうど良いタイミングでいられたんですが。公明党のどこが左翼なんだよ。どこから物を見とんじゃいという、そうツッコミが入っておりますが、私も全く同じ感想でしたね。本当に。意味がわからんわという。私から見れば悪いけど、斉藤さんとか野田さんは明確に右だし、保守の人だと思いますよ。確かに、高市さんみたいな極右とは違いますよ。それは違うけれども、どう考えても保守、右翼の人ですよね。どこの左翼が辺野古基地賛成って言うんだよって、本当に意味がわからんわ。っていう感じなんですけれども、この人がね、どこの立ち位置から物を言っているかというのは、明らかでございますね。はい。ただね、仏教祖として、正しいっつったらあれなんだけど、その間違ってない部分もあるので、ちょっとそれについて説明します。立憲は右だろって、日蓮宗関係なくねえか。僧侶って属性にまみれているのではないでしょうか。右翼と左翼の定義を理解してないですよね。はい。なんだ、中道とね、だから政治的中道は別物なんですけど、それはちょっと後で説明します。いや、自民党のクソね。だから自民党にこそ言えよっていう話ですよね。なんか、DPRK の名前出してましたけど、自民党にまず言うべきことだろ、これはっていう。はい。人間界で修行できたのにって、宗教家として非難すべきは自民党でしょうって、いや、その通りなんですよ。だから公明党さんの方がそこは筋通ってますよね。私、正直好きじゃないけど、斉藤さんのこと好きじゃないけど、そこは認めざるを得ないですよ。統一教会と組んでたのがおかしいっていうね。そこをもうちょっと反省してほしいところですけどね。はい。左翼を見誤る人に中道を制定できないだろうっていう。仏教用語の中道と政治用語としての中道は違いますという、ということで、そうなんですよね。ただ、もともと仏教用語としてのっていうところもちょっと違いますよね。はい。偏った言い方をしてるんですが、このですね、作家で住職の方によりますと、立憲民主党の、中道概念は仏教的に間違ってるという、ある意味、この方とちょっと似たようなことを JB プレスに書いてる人がいるんですね。野田代表が語るど真ん中の政治は正確には中道ではなく中庸であると、いうことで、お釈迦様が説いた中道というのは中庸というのとは違うものであって、この世は苦しみである出家者は苦から解放されるためには2つの極端に走ってはならない。第一にはひたすら愛欲を求めることである。第二には自らの肉体を痛めつけ消耗させる苦行である。それも真の目的にかなわない。この2つの極端を退ける中道こそが、仏教的に重要なのだと。正しい見解、正しい考え、正しい言葉、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい意識、正しい、注意ということでですね、こうした、仏教のですね基本理念を守ることが仏教的中道であると。なのでですね、公明党さんはおそらく両方のニュアンスを持ってるんですよ。仏教徒としての我々の中道というのと、野田さん的に考える、ど真ん中の政治、中庸的な中道っていう、間を取ってる言い方をしてると思うんですけども、だからそれに対して確かにその政治的中道の言い方に寄せすぎていると、そもそもあなたたち中道って言えるかどうか微妙だし、私から見ても右寄りだと思うので、仏教用語を勝手に使うなっていう、文句を言いたくなる気持ちはわからなくもないんですけど、そもそもね、創価学会の方々は宗教徒であることを隠そうとしてないわけなんで、別に散奪とまでは言えないですよね。私みたいに無神論者の社民主義者の人間が勝手にね仏教の教えを説いてですね、私は中道政治家ですみたいなこと言ったらね、そりゃお前ね左翼が中道って言葉使うんじゃねえよってなる、ぶち切れるのは分からなくもないですけれども、そもそも、公明党さんとね立憲民主党さんは左翼ではないですし、中道改革連合はね両方のニュアンスを持ってる政党なので、どっちが正しいかっていうのも微妙な話じゃないかなと、私は宗教に詳しくないのでねあれなんですけど思います。この人自衛官かなんかなんですかね。いやどうなんでしょうね。プロフィールとなんか書いてあるのかな。失礼しました。また流しちゃった。
でも特段なんかね、これはそっか、本人にすいません、アップロードしたもんじゃないですね。どこかから転載されてきたものなんでちょっとすいません、確認してないですけれども。はい。まあ、ただね、なんかこの格好でさすがにこれコスプレとかではないと思いますのではい。ということで、田村さんという方なんですけど、それで、まあ、なんでただこの人がここまで公明党さんを憎んでるかっていう話なんですけど、まあ、そりゃね、日蓮召集だからでしょっていうふうに思いますよね。はい。ツイッターアカウント持ってるんだ。ありがとうございます。日蓮召集では、信徒上名は破門よりもさらに上の、在家の信徒個人に対し宗家として取り得る最も重い制裁であるということで、まあ、これね、創価学会さんに詳しい人にはね、まあ、自明の話だと思うんですけど、創価学会さんはですね、過去に、まあ、日蓮宗と揉めて、まあ、特に日蓮召集の方々からは、まあ、仏敵というか、まあ、非常に、まあ、敵対的な存在と位置づけられてまして、まあ、ずーっとまあ何十年も揉めているわけですよね。だからその共産党さんに例えたら申し訳ないけど、共産党さんと新左翼ダミに仲が悪いんですよねだから当然ね、やっぱりそうだったらね、お互い非難合戦をするわけでしょ。だからずっと公明党さんのことをおそらく憎んで、非難してきた人なわけですよね。だからそういう人がね、中道改革連合に対してもちろんね、いい印象を持つわけがないですし、ね、当然なんだろう、長年、積年の恨みとかつらみもあるから、そういう考えになるでしょっていう話ですよね。それはそれとして戦前の仏教界は軍国主義に加担していた歴史があったはずなのに、それを思えば軍拡を進める高市政権には毅然と脳を突きつけねばならないはずです。いや、そうなんですよね。だから日本の仏教の歴史とか考えると、確かに公明党さんいろいろね、多数問題がありますし、私は支持してないですけど、筋は通ってんですよ、仏教徒として。だから安倍政権に協力してたこと自体が間違いだったわけですよね。まあ、本人はね、なんて言うんだろう。台頭さんはね、口が裂けてもそれ言わないですけど、まあ、事実上それを認めていると思うので、やっぱりそこはね、筋通ってると思いますよ。だし、仏教のね、仏法僧の立場で、だから高市さんみたいな人の味方してると、どう考えたってこの人おかしいですよね。偏りすぎでしょ。って思いますけどね。はい。まあ、ただ、中道改革連合は事実上ね、創価学会さんの支援を受けている状態なので、この手の非難はね、おそらく続くのではないかと思います。中道がどうだの、左翼がどうなのと言っている場合ではないです。また悲惨な歴史を繰り返すのかと。そうですね。本当宗教界の方々にはね、それを考えてほしいですよ。確かに仏教徒の中にも、まあ、神道政治連盟みたいな、べったりではなくとも、半ば自民党とくっついてる人たちってたくさんいると思うんですけど、考え直してほしいですね、本当に。このままだと本当日本が滅亡しますよ。マジで。記者が目を覚ますレベルでお声の大きい住職の方でした後ですいません。ちゃんとチェックしておきます。すいません。ちょっと背景情報でちゃんと確認してなかった。申し訳ない。ということでですね。ただですね、まあ、中道改革連合に関しては、まあ、こういった誹謗中傷に近いものがたくさん出ていまして、最後にちょっとそれ処理上げて今回終わりにしたいと思うんですけど、まあ、今日のトレンドになっていた動画をちょっとお見せしたいと思います。引いた米山隆一氏が凱旋演説のため路肩に寄せてあった雪を道路にぶちまけた。自分が立つ場所を作るために公共の安全を後回し、雪を道路に出せば滑る、危ない事故につながる。そんなこと誰でもわかる。政治家はルールを守らせる側じゃなかったのか。 SNS では非常識、これが政治家と批判が噴出。一方で擁護もあるが、一般人なら確実に注意される行為だ。この一瞬の行動、あなたはどう見る？正直はい。ということで、元立憲の、まあ、中道の米山隆一さんなんですけど、先ほどの方予備自衛官だったんですね。ありがとうございます。道路に雪を撒く動画が拡散されて、それでなんか大変炎上しています。まあ、ただこの行為ね、まあおそらく本人は悪意があったものではないと思います。私、米山さんのこと好きじゃないですけど、正直言って。好きじゃないけど、まあ政治思想の左右とかとはそれこそ別の問題ですよね。新潟の方が普段どういう風に雪をね、処理してるかっていうだけの話なんで、
まあ、弁護士 .com さんもなんかまとめる事態になってるんですけど、米山隆一さんの、道路に雪をまく動画で SNS が激論、雪国の常識か違法行為かということで、まあ、自身のインスタグラムにもともとですね、米山さんさっきの動画投稿してたんですけど、あのようには TikTok でですね、ネット用の人に拡散されてボコボコに叩かれてるわけですね。で、本人はその最終的にその動画消してしまわれたんですけど、まあ、SNS では違法行為だと指摘する意見の根拠に、新潟県が独自に制定されている新潟県道路交通施工規則があって、みだりに道路に泥土、泥水、雪等を巻きまたは捨てることは禁止されていると。で、まあ、最後にね、交通部の、道路交通のですね、X アカウントが大雪に注意、雪を道路に出さないでみたいな注意喚起を出したことで、まあ、事実上なんか米山さんが注意されたみたいな感じになってしまって、いや、中道はとんでもないみたいな、議論になってるんですけど、ただ、新潟県のね、事情に詳しい人は、これがどうして炎上したのか理解できませんと、消雪パイプが施設されている地域では路面の温度と消雪パイプの効果で早く雪が溶けます。さらに路肩の雪山の高さを抑えることによって交通事故のリスクも低くなるはずですと。新潟出身者としては昼間も道路に巻いて雪を溶かすのが常識でしたので、これが批判されるのは意外でした。雪は埋まっているとなかなか溶けませんが、地面が露出しているとここから反射熱で溶けやすくなります。雪方では路肩の雪も邪魔でしたということで、まあこれね、気温が比較的高いけども降雪量が非常に多いっていう新潟独特の事情なんじゃないかと思います。まあ、北海道でね、それは道路に雪捨てたら怒られますよ。それだって絶対溶けないから。私もだから必要に応じてというか、道路が、路面がですね、完全に乾いていたり、まあ暑かったりするときに、雪山崩しとかするのに、ああいった行為をしたことはありますけど、まあそれもね、もちろん車の邪魔にならない範囲でやるし、まあ基本的にね、道路に巻いた雪、北海道は溶けないんで、やっぱりああいうことしちゃいけないと思うんですけど、だけど、消雪パイプが設置されていたりですとか、まあそもそもね、路面が暖かくて、雪巻いたら溶けるっていうような話だったら、いや、そんな非難するような行為かっていうふうに思うんですよね。だから、やっぱり東北の事情をよく知らない人たちが非難してんじゃないかなというふうに思います。うん。擁護の声の中身をちゃんと記載すべきですよね。なんか両論併記の点をなしてないし、なんかね、弁護士.comもね、結局最後結論部分で米山さんが警察に怒られたみたいな感じになってしまってるので、それは良くないんじゃないかと思いますよね。雪の降る地域に住んでますが、こういった事情は知りませんでしたということでですね、やっぱりね、降雪量によってもね、それぞれ事情違いますし、やはり北海道とね、東北で全然違うと思うので、だから、まあ、米山さんってだってずっと新潟にいる人だから、別に普段だって多分常識的にというかさ、日常的にやってることだからやっちゃっただけでしょ。別に悪くなくないって思うんですけど、まあ根本的な問題としてはですよ、まあ雪山氏が道路に雪を、米山氏が雪を道路にポイしただけで法律違反だとか騒いでる人たちが裏金議員にクソ甘かったりするの、ほんま自業のいい人歩意識だなという、まあ、今までね、TikTok のいろんなひどい動画をたくさん見てきましたけど、そもそもこれも無断転載ですよ。無断転載だし、まあ、ね、陰謀論を拡散したりとか、まあ、ですね、嘘をばらまいたりだとか、勝手にこうやってね、テレビの内容を無断転載したりだとか、私も引用の範囲でやることはあるけども、嘘をばらまいたりだとかで、散々ひどいことをして、で、権利に関しても全く配慮しない。だから勝手に、だからね、米山さんの動画を有用したりして、引用元も示したりしてないわけじゃないですか。だからこれだけね、ルール無用みたいなことをやって、しかもお金まで儲けてるような人たちが、人の交通ルール違反にそこまでいたけだかに言える資格があるのかって思いますよね。そもそも順法意識があったら裏金議員を支持しないよっていう話でもあると思います。いや、本当に映像とか写真何かの根拠にするの、本当やめた方がいいと思いますよ。私もだからね、もう TikTok 見ててね、本当に。だって、そのソースとか、だから、
背景とかを確認するのに時間がかかるじゃないですか。だからちょっとね、配信も遅くなっちゃって申し訳なかったんですけど、だからめちゃめちゃ時間かかったし、いちいちね、やっぱり確認しないと危なっかしくてね、TikTok の情報って、まあもちろんね、左派の人とかね、頑張ってる人はいらっしゃるので、そういう方々を応援してますけど、信用できないから何もかもが、YouTube もそうだけど、まあやっぱり何もかも信用できないし、結局全部ファクトチェックする羽目になるから、意味ないんですよね、情報ツールとして。だから、Twitter だったら、まあ、グロックはまあ、あんまり信用できないとしても、こういうのね、ちょっと疑問に思ったら、そうやって検索したりすればね、すぐ弁護士 .com の記事が載ってくるわけじゃないですか。だから、文字情報だったらね、自分で調べられるから、信頼性の高いこういうウェブサイトにね、情報が載ってるわけですから、いくらでも検索して確認できると思うし、まあ、ね、ジェミニとかね、そのプロツールを使ってる人は、まあ、AI 使うのはちょっとあれなもん、それもそれで道徳的に問題はあるけど、ファクトチェックはね、できるわけですけれども、TikTok はすごい難しいですよね、動画だから。はい。って思いますけどね。今は中道改革に対しては何でもかんでも多くの人が目を光らせていますね。高市政権と維新との問題行為には目を向けずに、そうですね。だから高市さんの方がよっぽどひどいことやってんだからさ、そっちに目を向けてくれよっていう話ですよね。雪山を崩してしまったっていうのと、裏金議員を復活させようとしてるって悪事のレベルが違いすぎますよね。だからね、まあ米山さん嫌われてるっていうのは前提としてあるんだろうけど、それにしてはこれは誹謗中傷に近いと思いますよね。うん。いや、ほんとすいません。遅くなっちゃって。はい。だからね、今回もね、もうちょっとね、田村さんのこととかね、さっきの僧侶の人とかね、背景情報とかきちんと調べられればよかったですけど、なんかこれが限界でしたね。そう、画像も映像もね、こうやってセンセーショナルに伝えるんだけども、まあ、前半でも言ったようにですね、そもそも動画自体がこうやってロンダリングされてるっていうこともあるんですよ。だから YouTube のね、こういう移民政策反対デモみたいな映像が切り取られて、なんかその辺の人たちの高市さんを支持する動画みたいな感じでフレーミングされてるっていう。ね、こうなるともう本当ね、何も信用できないですよね。全部情報がロンダリングされて元情報が分かんなくなっちゃってるから、はい。そうですね。だから写真とか映像をやっぱり容易に信じるっていうのはね、本当気をつけた方がいいと思います。はい。ということでですね、今回はいろんな TikTok のやべえ動画を見てきたんですけど、まあ最後ね、このまま、行くとちょっと体調不良になっちゃう人とかもいると思うんで、最後ですね、まあよかったら高評価とお願いします。最後ですね、ちょっと、ポジティブな動画を流して終わりにしたいと思います。支持率 70% なんだよ。すごいね。すごいよね。なんかさ、日本変えてくれそうみたいな空気感漂ってるじゃん。初の女性総理だし。私もちょっと思う。思う？みんなもさ、もっといい日本に変えたいみたいな、思うじゃん。じゃあ本当に高市さんで変わると思う？変わんないの？高市さんって、とにかく保守の人なの。だからもう古き良き日本が大好きみたいな。あ、そうなんだ。そういうタイプだから、例えば外交とかもアメリカと仲良くしましょう。別に変化がないってことだ。というよりかは、今までの首相たちがどっちかっていうとリベラルだったの。リベラルっていうのはもっと中道寄りで、まあ、外交とかだと、いろんな国と仲良くしましょう、アメリカに依存しすぎるのはやめましょうみたいな感じだったの。国の財政とかもちゃんときっちり守って、借金をちゃんと返していきましょうみたいなスタンスだったの。ああ、なるほどね。なんだけど高市さんっていうのはもう借金をすりまくって日本の経済を良くしましょうみたいな、それってさやばいじゃん。破綻するじゃん普通に。確かにね。だから今この国のさ借金が多くなりすぎちゃって、あれ日本ってあれこの借金してて大丈夫なんだっけっつってどんどん日本の円が弱くなっていったりとか。あ、そうなんだ。意外と日本を良くしましょうって表面的には見えるけど、実際問題日本を弱くしてるのが高市さんって私は思っちゃう。でもさ、若い子がさ政治にさ興味持ち始めるきっかけな気もしない？そうだね、女性だし結構話題になってるよね。トランプさんのさ横でさなんか飛んでるやつとかあるじゃん。ああいうのとかは今までなかったし、なんかみんなと仲良さそうだもんね。仲良さそうな感じはするけど、でも実際問題自民党の中でどれだけ支持がいるかっていうと、そんなに多いわけでもないから、だから今解散もしないし、っていう状況はあるかな。でさ、なんか SNS とかでさ、めっちゃ高市さんすごいみたいになってんじゃん。だけど実際じゃあ彼女が何をやりたいのかっていうところをちゃんと見ないと、日本が今後どうなっていくか分かんないから、だから数年後5年後とか日本が弱くなったら、もうなんか
なんか叩きまくるみたいな、もう裏切られたみたいな感じになっちゃうから、ちゃんと今から政策を見て選ばないとダメだよね。表面だけ見てちゃダメってことだね。彼女の本質を見ないと。難しいけどちゃんと考えた方がいいってことだね。ちゃんと見た方がいい。なんか今さ、みんなさ、表面的にさ、この雰囲気で高市さんいけみたいな感じじゃん。だけど、じゃあ現状の日本の例えば債務残高 GDP の3倍とか、だから年収の3倍借金があるってこと言ってるんだけど、じゃあもっとお金使いたい、遊びに行きたいから借金をします。じゃあ年収の4倍、5倍に借金をしますって、そんな行動普通だったら許されないじゃん。でも日本は今それをやってんの。まあ私は経済政策を見るタイプの人だから、そういう変な信用をなくすような、無理のあるようなことをしてないか、短期的な目線で支持を得たいから借金をいっぱいにするみたいな政策をするような人は私は反対だから、みんなもちゃんとそういうねところを見てほしい。なるほどね。じゃあ今後その借金がどうなっていくかっていうのが結構大事なんだ。確かに経済成長って大事なんだけど、本当に成長してるの？それとも円の価値が減ってるから見た目で増えてるの？どっちなのっていうのをちゃんと見てほしい。でも言うて世界の中心ってまだアメリカだからさ、トランプさんに好かれてるってところは評価できる、ね。結構でかいよね。なんか結構印象違うんだろうなって思ったよね。それはいいことかも。しかも相手トランプさんだからね。でかいでかい。感情でコロッと変わるからね。高市さんってさ、今。はい。というわけで、まあちょっといろいろ疑問もあるけど、この方ね、ミス東大の方らしいんですね。で、なんかやっぱり TikToker の人で、こういう明らかにマジョリティ側で、まあ特権階級におそらくある方が、まあその自分の特権能力を駆使してね、おそらく私の動画とか絶対に見ないような人たちを説得してるっていうのはすごくいいことだなと思ったので、まあちょっと取り上げさせていただきました。まあただね、彼女だからそのトランプに好かれてることがいいことだとか言ってたり、まあその定義だと岸田もね、普通にリベラルってことになんないかっていう、まあいろんな疑問は、ちょっと細かい疑問はあるんですけど、まあただね、結局最後のオチとかも含めてね、トランプに今回もう嫌われてるじゃないですか、事実上。まあ台湾の問題でね、嫌われてしまってますし、だから円安が始まるですね、本格的にやばくなるですね、前の11月17日の時点で、まあそうなることを予測してですね、株高円安の状態になることをある程度予測して、まあこういう話をしてるわけですよね。やっぱり鋭いなと思うし、まあ他の首長とかね、あんまり見てないですけど、やっぱりマジョリティ側ね、普段おそらく保守側にいるような人からこういう発言が出るっていうのはね、ありがたいと思います。はい。まあだからね、左派ももうちょっとやっぱり TikTok とかその YouTube とかのツールを駆使していろんな人に訴えかけていきたいなと思いました。はい。まあそもそもね、返せない国債を作りまくってるってのがね、アベノミクスとね、まあ高市ミックスのね、完全な間違いですからね。その経済観が完璧に誤ってんだったわっていう話を、まあこうやってわかりやすく説明してくれるのはまあありがたいですよね。はい。そうですね。だからね、やっぱりフィルターバブルを破ってね、やっぱりこういうね、多分、だからこういう人の動画ってね、多分絶対保守寄りの人とかね、普段政治に興味ない人とか見てるじゃないですか。多分そのことを分かっててこうやって発言してくれてんだと思うので、まあありがたい話だし、そのね、もうやっぱり左翼の側からもね、こういう動きがもっと必要だなと思いますね。はい。そう、高市支持者がね、そう、ギリギリ切れなさそうなギリギリのラインのね、批判をしてるんですよね。そこも上手ですよね、すごく。参考になりますよね。はい。だからね、まあトランプに嫌われたからもう終わってんだよっていうような話をまあしたらブチ切れちゃう人も結構いると思うんだけど、はい。そう。だから経済を理解してればね、トランプの行為とかアベノミクスがね、いかに問題のある経済政策かっていうことを理解できるはずなんですよね。それはそれとしてやっぱり人権問題についてももっと発言してほしいんだけど、マジョリティ側の人たちには。でもやっぱりそれを言うとね、左翼って言われるのが今の日本なのでね。なんか歯がゆいですよね。はい。歴代首相がリベラルっていうのは同意できないですが、国債すりまくるのはダメだっていうのはその通りですね。まあおそらくね、安倍さん含めてないんですよ。これも上手だなと思うんですけど、さっき言ったように、めちゃくちゃなそういう国債のすり方してる人の代表格って安倍さんじゃないですか。もうそもそもアベノミクスからこれ始まった話ですからね。だからやんわりは安倍さんはリベラルではないっていう。だから安倍さんはね、なんか左翼政策、社会保障的な面ではね、左翼だみたいなことを言って、謎に擁護してる人が、いや、お前ら左翼嫌いなんじゃねえのかよっていう人がたまに見かけるんですけど、まあそういった批判もね、封じてるなと思いました。はい。
ということで、頑張ってる TikToker の人たちは応援してますが、まあ余力の気力のある人はですね、まあ今回紹介した動画についてはですね、ぜひとも、この方の動画以外は全部通報していただければと思います。はい、ということで、地獄の TikTok 大会こと、TikTok の政治系動画をファクトチェックしてみるでした。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とお願いいたします。というかですね、まあ、遅く始めて、まあ、しかもなんだかんだで2時間以上かかってしまって申し訳ございませんでした。まあ、次回はね、もうちょっと背景情報とかもね、きちんとチェックできるようにしたらいいなと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで本日も配信見ていただきありがとうございました。明日というかもう今日になっちゃったんですが、月末なのでノートをなんとかしたいと思います。頑張ります。で、ちょっと2月1日用事あるんで、ですね、ちょっとすいません、なかなかね、更新とかできてなかったりして、まあ、選挙中なのにね、滞ってしまってる部分あるんですけど、まあ、いろいろ考えてることはあるので、まあ、今後もですね、頑張ってですね、高市政権打倒に、頑張っていきたいと思います。で、今後の予定なんですけど、2月8日につきましては、選挙当日なんで、またですね、開票速報と配信、夜からしたいなというふうに思ってますんで、よかったらそれまでお付き合いいただければと思います。はい。地獄の3丁目あたりまで行きましたね。そうですね。いやー、ほんとね、まあちょっと、まあ個人的にはやっぱりいきなりなんか途中からヘイトスピーチになった動画とかがきつかったですね。あと、井川の動画とかで、なんか、なんでいきなりヘイトスピーチしだすのっていう、ちょっとギョッとしますよね。だから、ああいう動画をなんか普通の意見、普通っていうか、もう何が普通かわからないんだけど、ね、極右的でない意見だというふうに受け取らないでほしいですね。別に TikTok 見るなとは言わないけど、やっぱりね、TikTok で政治系の情報を得るっていうのは極めて危険な行為だなと今回改めて思いました。はい。カラスマゲーミングについても、はい、2月7日から、ちゃんと再開する予定でございます。まあちょっと選挙当日前になっちゃいましたけど、何事もなければですね、また、音花風花さんとやらせていただこうかなと思っておりますので、ぜひともよかったら、チェックしておいてください。本当にひどい動画だらけだったということでありがとうございます。ちょっと苦心して、何100本ぐらいはね、ザザーっとめくった気がするんですけど、まあなんかね、でも本当なんかただ参政党の演説垂れ流してるだけとかそういう動画も多かったですね。はい。だからまあそういうのはね、まあファクトチェックっていうか、まあそもそもただ排外主義ヘイトスピーチをばらまいてるだけだからって思うんですけど、まあそういった動画もね、合わせて見てしまうとやっぱり一気にね、そういう極右的な思想に染まってしまう人もいると思うので、はい、皆さんくれぐれも本当 YouTube ショートと、TikTok には、注意してください。本当劇薬なので、はい。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、国際差別、反対。来週からまたよろしくお願いします。ということで、風花さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということでですね、よかったら次の企画等も楽しみにしておいてください。あと企画のリクエスト等もありましたらですね、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。